はい。アバンでございます。国和です。大変お待たせいたしました。まずは、リオシ、ごめんね。待たしてごめんね。そして、ケイタロさんもこんばんは。ありがとうございます。いや、アドレス貼った瞬間にコメントもらえると思わなくてね、もうほんと申し訳ない。全然ね、準備途中だった。待たして申し訳ない。というわけでね、2ヶ月近く放置しておりましたお絵描きの方をね、今日はやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ダブルリボルバー国数ですね。線画まで描いてね、置いてたので、今日はこれの色塗りをやっていこうと思いますれば。いけるかな？まあもう、だいぶ寝かしたネタだからね。今日でもう色塗りまで全部決めちゃいたいよね。本当はね。というところでございます。そうや、ケイタロさん、びっくりしたよ。画像見たよ。始めたね、モデリング。早かったね。爆速で進化するね。すごいね。もう、背中がはるか遠くだよ。スタートを切ったって段階でもうね、だいぶ先にいるからね。マジですごいで、本当に。本当にすごいで。ちょっと音量調整しようかな。ごめんね、ちょっと待ってね。ちょっと音が、あれかな？ BGM でかい？大丈夫？ちょっと BGM 調整しますね。こいつはどうしたもんかな。音量ロック外して、ちょい下げ。こんなもんでいかが？よし。じゃあこれでいきましょうか。これでいきましょう。今日はですね、タイトルの方にジョーさんとゲンさんがいると思うんですけれども、なんか、お絵描きするときによく使う機能としてなんかあると。ジョーさん、ゲンさんがおると。大体お絵描きソフトみんなジョーさん、ゲンさんがね、搭載されてるそうなのでね、今日はそれを使っていければなと思ってるんですけど、まあその前にじゃあ基本の色を決めちゃいたいよね。とりあえずもうざっくり色塗って決めてしまいたいですよというところです。どうしたらいいんだろうね、こういう時。色塗りはね、あまり造形が深くなくてですね、どうしたものかというところでございます。とりあえず、フォルダ整理しようかな。レイヤーグループに全部放り込んで、ちょっとこれで、整理整頓ぶっこいて、から、これもね、不器用なんでね、分けた方が楽なのではという。よし、これでレイヤーグループができましたと。ケタラさん褒められた。いや、マジですごいと思うよ。スタート切るのが早いね。しかも最初からもうボディ上手にできてるし。いや、進化が早いよ。イラストも学校のゼミ授業で現役イラストレーターの人に教えてもらってるので、すげえ、いずれ追いつきたいです。いや、もう追い抜かれるっしょ、これは。国数に関してはほぼ独学だからね。ネットで調べたりはするけどさ。やっぱ先生がいると話違うからさ、そこはマジですごいと思う。やべえ、全部抜かれる。怖え。若者怖い。やばい。置いてかれる。すげえな。さあ、国数の威厳があと何ヶ月持つかな。何本目で死ぬかな。今お腹に北斗七星打ち込まれてる状態。今3本目ぐらいかな。やべえ。進化がすげえよ、マジで。じゃあ、色。どうしようかな。色ごとに分けた方がいいのか。いや、ベタ塗りできるし、最初は適当でいいか。とりあえず、色は適当に色で、ざっくり塗っちゃってもいいかもしれん。色。悩んだら、とりあえず。本当はね、多分この、色のレイヤーとかももっと分けるんだろうけどね。
厳密に言えばね。わかんないから、とりあえずこれでいきます。で、ちょっと待って、ペン。あとは、すいません、いつもの忘れてました。ザ・パープルエーションレッドブル巨峰フレーバー。いつものやつです。この間箱で買ったんでね、冷蔵庫に大量に冷やしてあるわけですよ。エネルギー入れたいと思います。いただきます。今のところ人生で一番持病削ってんのこれの摂取だと思う。やめらんねえんだ、これが。やめらんねえ、止まんねえんだ。国数5択はいいから色塗り始めろよという話よね。というわけで塗っていきたいと思います。どうしようね、最初。国数さんいつものやつ。いつもの ASMR で始めさせていただきます。さて、じゃあ、困ったらとりあえずベタ塗りをしていったらいいんじゃないか選択しなきゃいけないんだよね。忘れてたわ。どれだっけ選択。これだっけか。ファジー選択でいいのかな。これがよくわかんないんだよな。こっちだっけか。わかんねえ。なんかこれな気がする。いやこれはそっか、一回こっちでやんなきゃダメか。いけるっぽいね。じゃあこれで、今これでざっくり、選択をしていきたいんだが、いいのかな。多分これでやるとね、線の部分が浮くんだよね。まあ一旦それでいくか。で、複数選択するときには、これだと単品ずつしかできないんで、コントロールだけかな。違うな。シフトか。シフトボタンを押しながら選択をすると複数選択ができるので、こいつをね、活用しながら、ちょい。もっとでかくなってほしいな。よし。これでやっていきたいところ。とりあえず全部選択して一旦大まかな色を塗ってしまいたい。まあこれ本当にちゃんと絵を描く人からしたら本当にこれでいいのかどうか。怪しいところではございますが。いいでしょう。ね、いわゆるちゃんとした先生とかには見せるものではないので、好きで描いてるものなので好きにやらせていただきましょうかい。大体多分どっか塗り漏れが生まれるんだよね、これね。こういうちっちゃいとことかね。よっしゃー。正解は正直わからんが、とりあえずできることを順番にやっていこう。いいことものの上手なれもあり、失敗は成功の母なる言葉もあり、マジでこれでええんか。不安でしかない。不安でしかないが。これ紙でしょ。ここも俺選択したっけか。まだか。やばい、どこを選択してどこを選択してないか。すでに迷子になりつつある。そして色塗りとしてこれは正しいのか。教えてわかる人。こんな塗り方合ってんの？どうなの？なんかな、誰かのお絵かきしてる人の配信見たときにこんなめんどくさいことしてなかったと思うんだけどな。1個間違った。1個間違ったが、待って、これコントロールZのいける。よし。ショートカットキーも駆使しつつね。よし。一旦これで紙いったでしょう。紙の選択が多分完了したと思われますので、これにベタベタと色を塗っていきたい。とりあえず。ベタベタと塗っていきたいんだが、ここでレイヤー変えて、で、ここでペンを持ち出して、ブラシサイズ、過去でかい。
で、髪をとりあえずの赤。で、一回塗ってみる。わからんから。とりあえずね。絵描きの人に怒られそう。そしてやっぱ洗濯漏れあったね。はげちゃう。一旦こんな感じで。目に痛い。アペさんに聞きましょう。色塗り多分アペさんの方得意なんだよな。確かに。そうよ。色塗りはアペさんの方がね、得意だからね。ちょっとマジで後で聞いてみるわ。色塗りどうしてるって。わからんのやけど、どうしたらいいこれつって。聞いてみよう。あ、多分こっちもだ、俺。ここも塗んなきゃダメだ。これも多分髪の毛や。これ全部塗っていいや、ここ。迷ったら全塗りだ。で、こっちに戻して、こっちに戻して、こう。よし。一旦、髪はこれで塗ったっしょ。一旦髪塗ったっしょ。いい感じ塗れてるっしょ。色レイヤー分けしないは意味不明なんだよな、正直。多分髪は髪、肌は肌とか多分やるんだよ、本当は。本当はね。うん。レイヤー分けるのめんどくせえな。多分分けたら今日中に終われないと思うんだよな。だね、分けるか。素直にね、ここは。やっぱり順を追うのは大事だから。あと下地の色一発塗っとくと、あれか。洗濯でこの範囲で塗れるから、じゃあこれで一発レイヤー決めてしまえばいいのかな？うん。あと俺なんか塗り間違った気がするな。気のせいか。いいか。一旦これで決めるか。一旦こいつで、洗濯解除して。いや、今ね、正直手探りでやってるからね。あ、ほら見て。こういうことよ。なんだ。間違った。この白いのわかる？多分やっぱ選択してどうこうのやり方はこれ多分違うんだわ。多分違う。正解マジわからん。まあ、いざとなったら力技でこの白いところは直すけどね。うん。一旦これでいこう。一旦これで無理やり進めてって、多分どっかで行き詰まるからその時考えよう。で、レイヤーグループをもう一個作って、これも名前つけとくか。忘れないうちに。レンガと、レイヤーグループ。紙。よし。キャー塗り残し残っちゃったよ、思いっきり。呼んだアペさんアペさんアペレースいらっしゃい待ってたよ色塗りをね、始めちゃったわけっすよ。こんちは。アペさんありがとうございます。始めたよ、色塗り。ついに。満を持して。手探りもいいとこだよ。手探りもいいとこ。うん。職場からこんにちは。残り10分の命短し恋せよ乙女。何？どういうこといや、短い時間使って俺のとこに会いに来てくれてありがとう。その10分大事に使わせていただきたい。じっくり見ていって。いや、もうね、色塗りは、本当にね、色塗りのね、造形が、書き込み頑張ったね。偉いね。ずるいねってどういうこと頑張ったよ。なんか重心ぐにゃぐにゃだけどね。よく見るとね。あとは色塗りとかね、雰囲気でごまかすから。そう、イラストはいろんなものをごまかしてなんぼだから。任して、ごまかすの得意よ。一旦紙のレイヤーをこれで、グループレイヤーを塗って、で、新規のレイヤーで、まず色だけど、こいつは紙じゃないので一回抜いて、次はどうしよう。肌色でも塗っておこうかしら。うん。安全に配慮したゴム銃は熱い。何がゴム銃？本物。バカにするんじゃないわよ。本物の銃に決まってるじゃないの。レボルバーよ。両方リボルバーなの、リロードきつそう。いいのよ。仮想の世界だからいいんだよ。弾は無限だよ。
もしくは自動装填だよ。一瞬、ご都合。まあ、じゃあね。もう一回また洗濯をして、今度また肌を塗っていきたいね。こうしてね。うん。おっぱいリロードっていうものがこの世にはあってな。谷間から弾丸がパラパラパラって出てきて、それを空中で、シリンダーでキャッチするんやろ。おっぱいリロード。大事な言い直し。ほんとだ。おっぱいリロードってなってるわ。気づかんかった。おっぱりをちゃんとおっぱいと読める俺の脳内変換。完璧すぎる。日本人だから調教済みだよ。日本人調教されてっからね。よし、じゃあもう一回今度肌色を洗濯ぶっこいていこうか。多分ね、正しくは色塗りって多分こういうやり方じゃないと思うんだ。本当は。なんとなく肌では分かってんだ。こうじゃないんだろうなっていうのは。世のイラストレーターこういう色の塗り方多分してないんだろうなっていうのはね、正直、ね、思ってる。うん。もうスケベなんだから、ね。それが私の誉れである。否定するはずもなかろう。それが私の誉れである。スケベは素晴らしいことだからね。人類の進歩はスケベのように成り立ってるから。うん。異論は認めない。あとここも肌色かな、多分。あとね、ここも肌色だし、あとここが肌色なんだよね。肌色の部分こんなもんか、多分。うん。一緒ついていきや！おう、俺の背中についてこい。どうなのそれは。ここもか。ここも塗っとくか。よし、オッケー。やべ。なんかよくわかんないボタン5連打して。また変なボタン押しちゃった。ショートカットキー向こうとか出るけど、これはいいえ。押します。貼り付きます。どういうことなんか、いたな。スタンドで。チープトリックだけが。貼り付きます。このネタ分かる人どんだけおるんここに。背中を見られたら害が出るタイプのスタンド。持ってかれるからね。うん。あれで幽霊の裏路地の方まで行かないとダメだよ。助からない。国和さんがチーフトリック出やがったチーフトリック。くそ、俺は今スタンド攻撃を受けている。ネタがマニアックなんだよ、ずっと。ネタがマニアック。これ目の下のこのライン、俺、目の上か。俺、このラインどうしてだっけ？うん。程よい緊張感が生まれていいですね。背中絶対向けられない。鬼ほど仕事に支障出るやろ。じゃあ、一旦これが、選択ができたんで、こいつに肌色をべっちゃべちゃに塗っていきたい。一旦ね、仮の肌色ね。これが正しいかどうかは別として。どうしよう。赤みがけた方がいいかな。多分ね、光をね、今回、対応したい。ジョーさんとゲンさんというね、機能があるそうなので、それを対応するためにちょっと赤っぽい色に少ししていきたいかな。いつもより。いつもはもうちょっと黄色っぽい感じにするんだけど、こんなもんかな。おピンクっぽい。行き過ぎか。こんなもんかな。勘でね、こんなもんにしときましょう。で、おブラシサイズをグイッとこうして。これペンだよね。うん。ところで僕に聞きたいことってなわけですか？どうなんでしょう。世の中で、今の世で背中見せれないはちょっと田舎じゃないときつくないですか？田舎でもきついよ。田舎バカにすんだし、田舎だって人いっぱいいんだぞ。田舎バカにすんだし。大変だよ。背中向けずに生きるって無理やろ。チープトリックってそれ考えるとやばいスタンドだよね。人間の生活はすごいレベルで制限するじゃん。あんなん食らったらまともに生きていけないよ。うん。お腹はね、ボディースーツ着てるんで肌色じゃないんですよ、これは。どう？何ですか？聞きたいこと？聞きたいこと10分じゃ聞けないよ。今度お絵描きするときにまた時間取って一緒にお絵描きやろう。その時に多分いろいろ聞くかも。根掘り葉掘りってよ。根っこはわかるぜ。葉っぱの裏って掘れねえよな。チームにひっくり返してもらわなきゃ。あれで助かるんか。スタンドの能力で打ち消すスタイル。死んじゃうけどね。裏返したらね。そう、チーフトリック包まれて。あれか？人の命1個引き換えに、スタンド能力を無効にするタイプかな？そういう流れかな？多分ね、ここがね、肌色なんだ。ここ肌色と、なんか今もう一箇所ぐらい肌色見逃してた気がする。気のせいか。ここだけでいいかな。これは遅延だっけか。
一応塗っとこう。いや、ここ金具だな。これはキャンセル。多分、ここでいいと思うんだ。選択範囲は。悩みどころだね。幽霊の裏路地ないと攻略不可。いや、そうだよ。チップトリカルやばいからね。今思うと、あの土地があったから助かったのであって、あれなかったらロハンやられてたもんね。間違いなく。それを思うとね、ちゃんとやばいスタンドではあったよ。結構、なんかネタっぽく扱われてはいるけど。良いスタンドだと思うよ。ほら、まだなんかギリギリ濡れてないっぽいよ。なんだろうね。うまくいかないね。シームーで殴られたら、ね、体の内側がむき出しになってたひるんだよな。ほんとそう。結局即死系スタンドだもんね、あれもね。そう思うとシームーやべえよな。髪の塗り残しめっけ後で塗ろう。後回し。一回スルーしたものはね、もうみんな後回し。あと、そんなんは。いいんだよ。大体で。よし、じゃあ選択解除。俺は選択を解除する。よし。あれから全く進んでないぞ、上書き。おい、配信見てたぜ、主。アペしよう。おい、なんだろう。通話内容だからさ、お互いしかわからんけどさ、お主、デッサンやってなかろう。わかる人にはわかるからな。デッサンやってなかろう。まずい、時間があばよ。逃げるなまあいいさ。うん。じゃあ、仕事頑張ってね。うん。多分ね、この調子だと朝まで配信やってると思うからはい、お気をつけていってらっしゃいな。頑張ってね。うん。来てくれてありがとね。メイドインヘブン何もなかったもう死んでる、それって。あハートありがとう。俺も頑張るで。あれはだって、デビューしてからだって。デビューしたら絶対デンサーなんかやらんだろう、お主。逆に。絶対デビューしたらもうそっち楽しくてデッツァなんかやらんから。ワイはね、未来が見える男だから。まあいいさ、気が向いたらでいいさ。修行の話だからね、あれ。辛い話だから。いいよ。よし、とりあえず、今、お肌塗った。あと塗り残しはちょこちょこっとあるけど、あとはもう、どうしようかな。他のところ。次は何塗ろう。何塗ろっかな。自動追尾型のシームーが欲しいです。強すぎでしょ。それは強すぎる。モデラー目線。あれ今通知来たんだけど、もう始まってた？パンダさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。通知遅れていったのかな？始めて今どのぐらいだろう？今日は時間ぴったりじゃなくて、結構適当な時間に始めたんで、あんまり時間ちゃんと見てなかったな。でもそんなに経ってないと思うんですよ。今日はお絵描き会でございます。だいたいいつも通り喋りながらですけどね。ずっとね、1ヶ月以上前に描いてたイラストを放置してたんで、線画だけ描いてね、もう色塗ろうよと。で、あわゆくば今日でもう完成させようよというところでごぜやす。やってきますよ。完成目指して。で、今、なんだっけ。肌色か。これを。肌。これ髪もあれだな。ちょっとこれ。なんだっけ。グループって書いておくか。この辺の名前の整理を。わかるようにしとかないと多分、パーツがどんどん増えていくからわかんなくなってくると思う。手探りです。色塗りは全然、未学習なんで、グルームってなんだ？なんかおかずがいっぱいありそうだな。グループ。はい、紙グループ。で、肌グループ作って、ここじゃない。これを、肌グループといたす。ここを肌グループとする。で、肌にこれ放り込んで、OK。とりあえず、今やるべきはグループ分けだね。まだまだたくさん、パーツ分けするからね。そう、整理整頓が勝利の鍵ですよ。コルベット鑑賞会は、おい。
もういつもの流れ。なんか国数の配信イコールみんなのコルベット鑑賞会みたいなのが定着しつつあるよね。すごい嬉しいことなんだけどね。みんながコルベット持ち寄って Y の配信に来てくれるのすごいありがたいことなんだけど、なんだろう。Y ってその移り気じゃない。何でもかんでもやりたがるからさ、そう。時間あんまり割けないくせに何でもかんでも手つけるから結構ね、その結果としていろんなものが進んでない状況がね、ちょっとあまりにもあるので、ぼちぼちちょっとね、手つけてなかったものをちょっとずつ処理していかないとまずいなとは思ってるとこなんで、やっていこうという算段でごぜえやす。ね、あれだね。多趣味といえば聞こえはいいけどね、なんか一点集中とかできないのやっぱ下手くそだよね。言ってしまえばね。で今日はね、お絵描きするのになんか増産減産なる機能があるらしいので、それを駆使するとこまでは本当は行きたいなって思ってるんで、ちょっとどうにかそこまで段階を持っていきたいところでございます。いけるかな？自信ないけど。まあ、実質あれですね。終われま点状態。多分今日も書き終わるまではぶっ続けでやると思うのでね。はい。皆様覚悟の方はよろしいか？皆様お覚悟。皆様お覚悟。どうしよう。服と手袋色一緒だから一緒に塗っちゃうか。いやーどうだろう。後悔するかな？どうしようかな？一緒にやっちゃっていいかしら。趣味なんて広く浅くでいいと思う。個人的見解。いや、いいと思う。でも、ワイもね、それ派なんだよね。広く浅く。なんだろう。深く掘り下げてってもいいんだけど、なんだろう。人間キャパとかあるからね。あとはモチベーション維持とか。一番モチベーションが熱くたぎるところでやっとくのがね、長持ちの、なんだろう。趣味が長く続くコツだと思ってるから。燃えてる間全力で、冷めたら一旦離れてまた再燃するのを待つっていうのは全然ありだと思ってるタイプだから。よし、今、洋服はざっくりこう、線を引いたので、ちょっと引きにして、最近コルベットを作ってないというか、ノマスカやってない。仕方ないよね。V1 始めちゃったから。V1 とノマスカの両立はね、正直言って難しいと思うよ。俺も自信ないもん。ノマスカもさ、VR チャットもさ、それぞれが時間泥棒じゃん。そもそもが。だから前提が難しいんだよね。あれね。前提が難しいからさ、時間泥棒なゲームを複数同時にやってるから、それを優先順位とかテンポとかどうするか難しいと思う。ワイもね、前の職場の勤務だったら何曜日はこれ何曜日はこれで分けれたんだけど、今それも難しいからね。勤務の状態が、なんかパーツが潰れた。なんだこれ。うわー、線途切れてたのか。ここで初めて発覚するこの線画の。どっか線が。この辺線繋がってない。うわー、マジか。どうすっかな。悩ましい。そうなるか。まあ、一旦いいか。一旦いいことにするか、これは。今、色決め作業中だからね。細けいことはええんだよ。細けいことはええんだよ。選択解除。アークもできてない。ゲームのモチベがいいんじゃないの？順番だよ、順番。何でもまんべんなくできた方が確かにいいけどね。でも、できないもんはできねえから。できないもんはできないから、それは仕方ない。いいんだよ。好きなとこからできるとこから手つけてこうぜ。で、服がこの色になったんですが、タイツの方がボディタイツで、色合いが、ドースケスケベーなカラーリングになってるので、この色を塗っていきます。首のところもね、本当は装飾が、網目の装飾あるんだけど、これはね、後で手書きで書き込むことにするので、放置面。で、これが、なんだっけ、服、かっこかわ。服、かっこ、かわ。
川グループといたしまして、これをこう。で、閉じます。最近 NTE とかもやってる。NTE って何？ゲームかいそれは。新しいタイトルか何かかい？ NTE なんだろう？流行ってんのかな？初めて聞くんじゃが。さあ、これは。ボデータイツ。ボディタイツ。ライツになってるな。なんで最近出たソシャゲ。へえ。トマト 100%。野菜が出てくるゲームなんだ、新しいゲーム出てんだな。ソシャゲもね、もうずっとやってないからね。やったら絶対ハマるのにって自分でいつも思うんだけど。手つけれてないな。もったいないな。我ながら。じゃあボディタイツの方をですね、書いていきたいので、まずお腹よね。まずはね。まずはこの、だらしねえお腹ですよ。あ、間違った。これじゃねえや。線画選択のこう。美味しさ 100%。本当に野菜なのか。ガチ野菜なのか。どんなゲームなんだ。になるの。腹。足。足首周りどうだっけ？足首周りは靴か。一旦いいかな？だらしねえな。だらしないだろ、このお腹。ちょっとこの辺のムニムニってお肉が乗ってる感じがね。これが壁なんですよ。絵なんかね、壁に詰め込んでなんぼだからね。みんなへけってこうぜ。へけるって言わないか。へけるってないや。で、ちょっとね、赤茶っぽいんだよ。カラーが。ここに関しては。肌色ベースだからこんなもんかな。よし。あとはこれを駆使してジョーさん、ゲンさんでうまく色を調整していけばいいんじゃないだろうか。いいんじゃなかろうか。よし。だいたいカラーベースはでもいいか。で、選択解除。スタンドを解除。レクイエムってキャラのキャラソンですね。へえ。そのキャラのキャラソン。今のゲームすごいよね。キャラクターごとのキャラソンとかがさ、すごい、各キャラ。昔のゲームってさ、いわゆる、モブキャラで、なんかそういう扱いを全く受けれないようなキャラって必ずいたけど、今全然あるもんね。なんかそういう、なんか捨てキャラが少ないというか、そういう意味ではなんか最近のゲーム、環境いいなとは思う。そう。悲しくならない。これ、革グループってやったけど、靴どうすっかな。いいか、靴はちょっと最後にしよう。後回し。まだ10とかもあるからね。歪みねえなって空耳元どんな英文だったっけ？英文はわからん。なんだっけ？あんかけちゃう？歪みねえな？なんか、兄貴だよね。兄貴なんだよ、確か。忘れたなぁ。とりあえず、ボディタイツもこいつもレイヤーグループに。ボディタイツグループにしとこう。ボディタイツ。ほい。レクイエムはだいぶ優遇されてますよ。やってないけど。優遇キャラ、やっぱ、でもキャラの優遇はあるよな。アークスライダーさん、こんばんは。和骨屋で同志トラベラー、お元気かい？ありがとうございます。体調の方は、どうなんだろう。こういう時ってちゃんと定型文で、いやーおかげさまでとか、いや元気ですみたいな話するところなのに、この間体調崩したばっかりだから、素直に元気ですって言えなかったっす。いやー申し訳ない。なかなか、ノーマンズスカイの方がね、今手つけれてないから、本当申し訳なく思っております。今日は1ヶ月以上放置してたお絵描きを消化しようと。お絵描き配信でございます。線画まで描いてもうね、ずっと放置してたんで、終わらしたいんですよね。なので今日は、わかんないで調べながらかな。わかんないところ調べながら、色塗りをね、終わらしていこうかと思ってるところでございます。You get me,
You get me ね now とかYou get me ね now ぽい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 。空耳それで正解もかも。いや、そのねえはなんだじゃん。間に日本語挟まってる。えんやでトラベラー、ありがとうございます。優しい、優しい。ノマスカもやりたいですね。やりたいことも全部残ってるっすからね。起動したら今度止めらんないんだろうけど、なんだろう。いろいろ広く浅く趣味持ってる感じになってるけど、全部時間解ける系の趣味ばっかりですよね。こうやって見るとね。うん。そんな気がしてる。で、新規レイヤー次どうしよう。とりあえず色つけて、今、髪、肌、革の洋服と手袋、あとはボディタイツ。スカートかな。スカートの色塗ろうじゃ。今は色の下塗りというか、色塗りは僕全然、あれなんですよ。造形深くないので、今手探りで、なんか、こんな感じでやってた気がするの流れで、なんか、色ざっくり塗り分けたりしてます。細かいのは今、この下塗りが終わってからなんか適当にやったらいけるんじゃないかなと。割と雑に考えながらやっちょりやす。で、洗濯やって。You get me mad now. てめえは俺を怒らせたですって。ああ、そういうことか。だからあそこでレスリングが始まるわけね。ようわからん知識が増えてしまった。まだタイツに塗り残しがある。いいや。とりあえず進めよ。とりあえず進めます。ふふい。とりあえず。ノリと勢いで今日はゴリゴリ行こう。ゴリゴリ参ろう。ノリと勢いで。ノリと勢い大事。これどこだ？多分スカートのパーツだと思う。よし。これもか。これでほぼ洗濯終わったのでは。どうだ？抜け出たらまた洗濯追加でやればいいさ。よし、OK。で、塗ります。今日は S クラスのセンチネル線を拾ったので、素敵。S ソーラーから乗り換えたところですわ。ソーラー線。乗り捨てられてしまったのか、ソーラー線よ。結局、センチネル線の方が、あれなんですかね。実は僕、センチネル線ってまだ乗ったことなくて。そう、実は。拾ったこともないんですよ。また今度にしようって言って。要素としてまだまだ触ってないんで、いつか触りたいなと思いつつ、やっぱりセンチネル線の方が使いやすいんですかね。また洗濯残しがあるよ。洗濯染め。色なんかもうちょっと濃い気がするけど、もうちょっと濃くしてみるか。こんなもん？元のスカートの色どうなんだっけ？ちょっと待って。手元のスマホで画像を出したい。X にこの間、お座り国数を投稿したんで、そいつを引っ張り出してきて、あれを色の参考にしよう。これだ。これ。結構、スカートの色、暗いね。見てみると。ゴリ押し戦記。ゴリゴリラー激しくゴリラ。非常にゴリラである。スカートの色こんなんじゃない？多分。これでもまだ明るいか。いや、どうせ、ジョーさん、ゲンさん使うし。コルベットと同じように空中で速度ゼロにホバリングができるのは便利よね。ホバリングできるのいいなぁ。写真撮るとか何か物探すときに絶対便利ですね。やっぱ、拾いに行こうかな。なんか、あれあるじゃないですか。地中に埋まってるコルベットパーツを発掘するじゃないですか。あれって結局、コルベットの銃撃以外でも、普通に遠距離攻撃、弾丸を地面に打ち込んだら、とりあえず獲得できるっていうイメージで多分いいんですよね。あの感じだと。で考えれば、ホバリングできる、空中で完全静止できる方が、都合はいいのではって思わなくもない。あれ？そうか、これ首隠れてるから首飾り描写してないんだった。忘れてた。いろいろ忘れてる。これはスカートグループ。スカートのグループだよ。そうそう。なので別にセンチネル戦でもいいね。やっぱりそうなんだ。切ろうかな。
センチネル戦手に入れようかしら。満を持して。結局みんな最後はセンチネル戦皆さん持ってるんで、便利なんだろうなーってなんとなく思いつつだったんで、手出すかー、ついに。次は拳銃でございます。拳銃。拳銃。OK。で、線がグループ選択して、線が細かいから選択がめんどくさいですわ。めんどくさいですわ。リフトボタンを押しながら、まだどっか選択漏れしそうだな。多分だけどね、絵の描き方、俺手順間違ってると思うんだ。手順に関して今何も見ずにやってるから、多分ね、これ不正解だと思うんだ。だってやってて、絶対手間すごいもん。こんな効率悪いことないでしょ、現代のお絵描きに際して。だから多分、正解ではないと思うんだけど、まあ一旦完成させようよと。流れはいいから。うん。ソーラー線の操縦性こそ思考よ。さあ、ここで派閥が分かれましたよ、皆さん。でもソーラー線好きだからね、やっぱり差がないんだったらソーラー線ずっと乗り続けたい気持ちはあるんよ。好きなんだよな、デザイン性とか。そもそも稼働する感じ。セールが開いて、あれがキラキラしてるのがね、すこぶる好き。めっちゃ壁って言ったらちょっと意味が変わるか。すごい好きなんですよね、あれがね。拳銃はシルバーだから青ベースか。金属ブルーは割とこんなんなのでは。で、テカテカさせるなら白寄りの方がいいのでは。青より白寄りなのでは。サーガない違う言ってない。サーガ言ってない。差がない。サーガは言ってない。どうして急に今 RPG 感出してきた拳銃の色って、金属なんて塗るときこんなもんでいいのかな？わからん。全然わからん。一旦でもこれでいってみるか。ダメならまあ一旦。まあどうせ色ベッタベタに塗るし。金属の油絵みたいに塗ればなんとかなるだろうって正直雑に考えてるから。きっとどうにかなる。拳銃。拳銃グループ。ぽいぽーい。OK。あとはまあ普通の墜落戦と違ってセンチネル戦はスロットが破損してないので、修理コストがゼロ。めっちゃいいじゃないですか。手つけやすい。最初からスロット数が多いなど。ただで入るのに実戦投入しやすい仕様になっている。それは強みっすね。圧倒的だ。じゃあなんなら、初心者は一番最初にセンチネル戦拾えたらもうあと別に拾う必要がほぼないまま全部進められちゃうという。強だ。めちゃめちゃ良いな、それ。よし、じゃああと靴です。靴。靴をね、もういや、ここで靴グループ作っちゃおうもん。効率化も全然できてないからね、まだ。全然、お絵描きの効率化ができてないからね。許してちょんまげ。鉛色の波紋疾走うろじょじょ。何オーバードライブになるんだろうね。鉛色だと。鉛色って英語でなんて言うんだろう。多分英語にしたら多分めちゃめちゃかっこよさそうだよね。何オーバードライブなんだろうか。よしと、じゃあこれも選択をして、なんか変になった。待って。OK。これもしかして、これ線、繋がってねえ、これ。うわ、マジかよ。マジで言ってる？これなんか敷地いじってどうにかできないっけか。ちょっと待ってね。敷地、増やすと、確かあれなんだよね。結構。ダメだ。ダメだー。線がやり直しに行きです。マジか、線繋がってないのかよ。やっちまった。悲しいぜ。ということは、線画を直します、さすがに。これじゃ、色塗りがままならん。いやーねー。繋がってないわ。
マジかよ。これどれだっけ？これだっけか。これだね。なので、こいつを、線をピロッと。まあ気づけたからいいか。プラス思考でいこうぜ。鉛筆サイズ、確か1でいいはずなので、これで、ここ、いたしいの。いいんじゃね？なんか変なのいるな。ついでにこの、消しとくか。うん。偉い。素晴らしいね。で、戻して、で、こいつはいいですよと。隠しの。で、選択ツール、開きの。素晴らしい。とりあえず、みんな選択肢の。やっぱ物事さ、効率的な方法を選択して、無駄をなくすのは大事だけどさ、多分基本ってこういうとこにあると思ってるんだ。わいは。出た。同じボタン連続を通すなんか、ピポーとか言って固定キーどうのとか言い始めるやつ。もうよし、これで塗っていこうか。ペン、塗り塗り。で、真っ黒だと見づらいので、これをちょっと灰色っぽくして、こんなもんかな。こんなもんかしら。サイズは適当。レイヤーグループにそっか。こっちだ。ほら、また選択ミス。よくある話で、退屈な話。ネタが古すぎ。よし。じゃあ、もう一回ここの選択を追加して、で、すぐにこっち戻って筆を握って塗ると。OK。大体いけたのでは？もう全くもうだよ、全くもう。ねえ。センチネル戦で唯一最大の欠点は、すべての船の中でシールド強度が一番低い。へえ、撃たれ弱いんですね。なるほどね。まあ、シールドはソジウムあれば無限だから、なるほどね。じゃあタンクにソジウムパンパンに詰めてっていう戦い方になるのかな。シールドは手動で回復しながらね。なんか太ももこの辺塗り忘れてたよな。これもじゃあ今塗っちゃおう。OK。靴グループ OK。で、これがボディタイツグループだから、ボディタイツグループのこいつ開いて、いつでも触れるようにして、線画グループ行って、選択をして、選択こいて、で、ボディタイツ。で、ペンやるときに色をスポイトで、ポイティで色取って、これで、塗ると。OK。さあ、あと塗り残しをじゃあ、ガンガン塗っていこうか。あとはね、肌も塗れてねえな。肌グループの、線画グループ選択の、これかな？多分これで、まあダメならその時考える。そっか、敷地上げてるから。1、2とかでいいんじゃない？こんなもんでいいんじゃない？迷ったら。貨物船からソジウム使ったら実質蒸着みたいな感じでは。蒸着って元ネタなんだっけな？忘れちゃったな。なんか元ネタあるっすよね、蒸着。なんかヒーローで。どのヒーローだっけか。思い出せんの。あれ今選択解除されちゃった。今操作順間違ったかな？出た。鉛色の波紋疾走。なんて読むのそれ。リードカラードオーバードライブかい。英語にするとやっぱかっこよく聞こえるね。不思議。言葉の不思議。英語にすると何でもかっこよく聞こえるやつ。ここと、ここかな？よし。で、これ選択した状態で肌グループ行って、これを筆でジャッ。よし。あとなんかこの辺なんか髪の毛とかなんか塗り忘れてなかったっけ？そう、これだ。これをね、塗り忘れてるんで、今度はここ塗りたいっすね。よいしょ。で、線画グループで選択こいて。
洗濯粉を入れ、で、もうこっち入れ替えといて、で、色はスポイティで。オイルスポイティ、OK のざっくり。OK。で、洗濯か、いいじょっと。発射エンジンにウランや発射燃料が使えないのもちょっと面倒な仕様だよね。あ、燃料が違う。パグニウム、ラディアントシャード。全然違う。集めなきゃいけない燃料全然違うんだ。しかも生成できないっすよね。ラディアントシャードなんかは掘んなきゃいけないし。そういうめんどくささか。運用がそもそも違うんだ。便利の代償か。いやー、どうしよう。でも憧れるな。憧れちゃうな、でもな。ここも塗り残しあるや。ここも塗っとこうかしら。ここも塗っとこうかしら。ちょこっとなとこなんだけどね。どうせ後で直すなら気づいた時にやっちゃうのが吉。気づいた時にやっちゃうのが吉。よし、OK。逆に序盤だと待ってて楽だったりするやつ。なるほどね。そうか、序盤だと逆に使わないから残るんだ。言われればそうかも。なんか、これやってたらなんか細かいところが気になってきたから、線画グループの、この線画の、このちっちゃい点が気になるな。消すか。待ってね。よいしょ。これもなんか気になるよ。よしと。線画がどうしても線画に聞こえてしまう。お年頃何歳？どの世代？世代一緒じゃなかったっけパンダさん。世代そんな離れてなかったと思うけどな。何の線画なんだろう。早め早めの国数が大事。帰宅。お疲れちゃんお帰り。お帰りちゃんやで。その早めのパブロみたいな言い方されても飲まれるってこと？風の時に飲まれるってこと？パルスエンジンの三重水素、ワープセルは使い回せるので、助かる。発射燃料さえ備蓄があれば大丈夫ではある。いいっすな。それだったら、なんか現実味が出てくるかもしれない。ちょっと、線画グループじゃなくて、今度紙グループもうちょっと塗りたい。紙グループのね、この点になった部分ちょっと、これを塗ってしまいたい。塗り塗り。OK。よし。さあ、だいたい塗ったのでは？ちょっと一回全体像見てみるか。とりあえずね。まだアクセサリーとか塗ってないや。細かいとこやっぱ塗り忘れあるや。はい。じゃあ一旦全体のカラーリングが、こんな感じになりました。見えるかな？国数はいずれガンに効くようになる。なんかお肉好きのアメリカ人みたいなこと言い始める。ヘビメタロックとかお肉好きなアメリカ人がこれはいずれガンに効くようになるってみんなことって言うよね。それに発射燃料は自動リチャージをインストールすれば。自動リチャージそんなのあるんですか？めっちゃ楽じゃないですか。それ楽だな。ある程度ごまかすこともできるからね。その手もなくなるのめちゃめちゃ楽だ。うまい。健康の前借り。うましですな。元ソフトバンクホークスのピッチャー。野球全然わかんないや。現メジャーリーガー。すげえ。メジャーリーガーになってんだ。千賀さん。千賀さんか。ソーラー線自動リチャージついてるよ。確かに言われてみれば。そうだ、ソーラー線ももともとその自動リチャージすげえって言って使い始めたんだ、最初は。なんか思い出してきたな。なんかそんなんだった気がする。センティネル線か。手つけるか、次。とりあえず、じゃあ色こんな感じにざっくりになりました。で、まだ細かいとこちょっと今、端っこ塗ったりするんですけど、あと目とか眉毛とかもね、塗った上で、今度は各パーツの色分け、増産減産する前にざっくりした色分け、塗り分けをしていこうと思うので、それをやっていきたいと思います。なので、グループ分けしたところの中で、スカートグループならスカートグループの中で色のレイヤーを増やしていきながら、どんどん色分けたりとかしていこうと思います。いやー、影どうしよう。楽して手抜きしてそれっぽく見せて
移動チャージのテクノロジーを普通にアノマリーで解放すればよき。話は意外と簡単ですね。手つければサクッといけそうな感じはするっすね。ね、ケイタロさん、でもね、悩みどころですよね。やっぱり自分の気持ちとの兼ね合いがあるからどうしてもね。よし、次はどうしようか。この、白く点々になってるとこ潰していきたいのもあるけど、そっからやっていくか。そっからやっていこう。ディエさん、こんばんは。ひょっこりディエさん。ひょっこりはん。ディエさん、こんばんは。ありがとうございます。今日、お絵描き会です。1ヶ月以上放置してたね、線画のまま止まってたお絵描きを今になって、やべえやんなきゃと言って手をつけてるところでございます。どうぞお付き合いくださいまし。さすがにもう今日で色決めちゃおうよというところでございますよ。ずっと放置しだからね、さすがにね、放置期間が長すぎた。さすがにこの、イラストの、お題を出してくれた人をね、待たせすぎてるからね。しかもお題3つもらってるのにそれの1個目ですからね。これがケンジさんからお題いただいたダブルリボルバー国風なんで、これを今日は決めていきたいなっていうところですね。もう今日の目標、それ、色塗り終わるまで、今日の配信やめるまてんというところで、こういうね、お気持ちでやっておりやす。ね、細かいところなんだよね。この端っこの色がね、どうしたもんかってところ。実際、B さんこんばんはん。こんばんはん。ケンジが献上語呂がいいかもしれない。ケンジが献上。あれここおかしいな。ちょっと待ってね。なんかおかしい。なんだこれ。なんか線がおかしいぞ。これって、なんか間違ってんな。間違ってんじゃね。これ塗るところだ。うわー、これ塗るとこだった。うわー、ショック。もう一回だ。ここ選択して。やっぱ忘れてるな、完全に。こうだわ。なんか変だと思った。まあ、パグニームは最悪たまに売ってるし、船を探すついでにダークセンチネルを乱獲すれば、まあ、ダークセンチネルを乱獲。相手狩ればってことか？相手狩ればじゃあ全然大丈夫ってことですか？パンナコッタ食べてる国風さんみたいな。パンナコッタってあんま買って食わんよな。でも買って食ってみるか今度。パンナコッタってさ、だって単品じゃなくて、なんか、スイーツというかなんかそういうの入れたりとか、なんかと一緒に食べる系じゃない？まあでもあれか、出来合いのなんかパンナコッタ入ったスイーツとか食べる形にすればいいのかな。それだったらワンチャンあるか。さて。どうしよう。悩みどころだな、これは。ケイタロウさん、私は半になったら寝まする。あと4分ですな。あっちゅう間だな。ケイタロウさんもいつもありがとうね。今日もぐっすり寝てね、体力回復するんだよ。ほんといつもありがとう。見に来てくれてほんと嬉しいよ。しかもお絵描き会とか特殊な会だからね。これも英語ステーキを食べる国風さんが見たいな。俺にもっと稼げということか。いや、安倍さんが Amazon で買って僕に送りつけてくれてもいいんだよ。やぶさかではない。やぶさかではない。英語ランクステーキお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。国風に餌を与えてください。主食ですね。パンナコッタがパンナコッタって主食の感じなのか。ワイの知ってるパンナコッタと違うのかもしれない。ね、なんてこった、パンナコッタ。また大阪人の血が出てるって。ね、ボケたくなっちゃうんだからすぐ。レモンさんお久しぶりです。こんばんは。うま。褒められた。嬉しい。ありがとうございます。1ヶ月ぐらい前にですね、お題もらってたやつを線画まで書いてたんですけど、完全に放置してまして、もう書かなきゃまずいだろうという感じで今手をつけているところでございますれば、今日は完成まで突っ走りたいと思います。はい。地下労働施設行かなきゃ。ペリカだよ、ペリカ。ダメだよ。カキピーが高級食品になるから、ステーキなんか夢のまた夢だよ。そのうちあれで、昼間の居酒屋にわざとスーツ着て行って、いかにも午前で仕事終わりましたみたいな顔してビールジョッキを頼むのが最高のね、越な高級食品になるかもしれんから。最高の食事の意味合いが変わってくる。
うん。明日も学校です。歌ラボゼミ、イラストゼミ。いいな。歌とイラストのゼミ最高だな。ふふふ、いい絵だろなぜか慶太郎さんがドヤ顔や。絵全体がですね、一旦絵全体で見ると、ざっくりこんな感じの絵になっております。ちょっとちっちゃいけどね。こんな感じで絵描いております。そう。ダブルリボルバーを持った国和さんということでね、お題いただいたので、はい。こんな感じで描いております。色塗りはですね、あんまり勉強してなくてですね、わかんなくなったら調べながら、あといけそうなところは勘と勢いとノリでやっていく予定ですんで、目に余るところがあったら、全然言葉かけていただければ、ああ、そうなんだって言って直していこうと思ってるので、ぜひぜひそこは、お力添えのほど、お力添えのほど、お願い申し上げまする。うん。今、勘で戦ってるから、ここまで。うん。ネギトロ丼、ネギ多め、コチュジャン、うずらの卵。おい、無敵かよ。漁師あれだよね。飯のうまい食い方よく知ってるよね。こういうところのね。すごい分かってらっしゃる食い方してる。うん。慶太郎さん。うわーうわーあー、時間だ。慶太郎さん、タイムリミットです。寝る時間でございます。いやー、慶太郎さんいつもありがとね。本当にね。時間経つの早いね。楽しいから。うん。カイジのやつですよ。知りませんか？あれ、カイジのやつなんだ、それ。俺もカイジもね、履修度浅いから、多分ね、細かいネタちゃんと分かってないんだよね。うん。でも待って、アペさん、すべて勘で落書きして神クオリティになる。そんな絵師に僕はなりたい。いやー、全然神絵じゃないからね。なんだろう。部分によってアペさんの方が絶対和より上手いとこあるから、そこに関しては。うん。そこは勘違いしちゃいかんよ。うん。ほら、Y がさ、アペさんにさ、絵の描き方こうしたらいいんじゃないってほら、口出しをするじゃん。Y にないものアペさん持ってるからさ。Y の持ってるもの足したらそりゃ強いよねっていう話だからさ。ズルして楽して大勝利。それが最高。友情、努力、ズル、楽、勝利。ジャンプの鉄則だよ。怒られるね、ジャンプの編集に。さて、まあ、こういう全体像のイラストなわけなので、これを、色塗りを今日中に進めていきたい。多分ね、色塗りはこうやってレイヤー分けをして、で、それぞれのパーツをどんどんクオリティを上げていく形にすれば、間違いねえんじゃねえかなという雑な考えで今やっちょるので、一旦それで行き詰まるまではこれでいきます。実は僕って国和さんの一部なんだよね。スタンドってこと？なんか最近国和スタンド多いな。なんだろう、ジャンルごとに各スタンドがいる。VR チャットだとケアタロさんスタンドだし、お絵描きとか、V 関係だとアペさんがスタンドだし。ノマスカのスタンドは誰？ノマスカの時は誰が僕のスタンドになってくれるの？うん。書いてないのに紙絵描けてないかな。どういうことだってばよ。リオシ絵描くんだっけか。リオシ絵描くんだったらそこも見たいっすわ。気になるところじゃ。あとこれだ。なんか、待ってね、ごめん。ここのね、そう、ここの線がね、さっき繋がってなかったから、ここも線書き足したい。線画グループで、こいつを選択こいて、バギドの宮本武蔵じゃん。いずれ無党に至るから。いずれ国和は無党に至る男。普通にあれだな。こっちで書いた方が良さげな気がしてきた。鉛筆の1の黒の。だんだんこの辺が慣れてきたな。国和は運命共同体。ジャンタマの時は私がスタンドになりますわ。能力は手配を見る以上。おい、ゴースティングじゃねえか。俺のスタンドはお前の手配を読み取る。もしかしてオラオラですか？ Yes. ジョゼフ・ゴースティング。ジョゼフ・ジョースター・ゴースティング。あれちょっと待って。線画のライン、これで合ってる？レイヤー間違ってるか？待って。俺なんか間違ってるかも。今線書けなかった。サイズ1でしょ？こうでしょ？なんか線書けないな。なんか間違ってるかも。そっか。レイヤーが上下あれになってるから隠れんのか。ので、じゃあ線画のレイヤーは上に移動します。忘れてた。レイヤーってそうだよね。下にあるやつが隠されるんだよね。レイヤーが
線画が一番上にないと意味ねえんだ。オッケーオッケー。ね。これでオッケー。紙に書き、壁に書き、やがて空に書き。そう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 。やがて総称に至る。そうそうそう。ね、圧倒的お手つき。今、本当にちゃんとお手つきしたよ。悲しいよ。お手つきは悲しいよ、バナージ。で、また、線画グループのここにして、見出したところはちょこっと消すよ。ここもついでに消すか。やると、線が邪魔して塗れなかったとこがチロッと出るからね。これがさ、ね、なんとも悔しいな。やっぱ絶対やり方間違ってんだよな。あ、なんか思い出したぞ。なんか、絵師さんがお絵かき配信してるとき、なんか、レイヤー分けするときにさ、ベタ塗りみたいな感じで色塗りたいところさ、ペンでギューッと塗って、輪郭取って、それで、じゃあここ色塗り範囲みたいなことやってたわ。今思い出した。もう手遅れだよ。ほぼ塗ったよ。手遅れ感すごいな。もしかして、イカ様ですか？ Yes, 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 yes! オラ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 ジョジョいね。今でもどこかで勝手にかけられる歌教員の魂。そのうちホリーさんの魂もかけられるから。これが主人公の力。じゃあ、オイラの麻雀スタンドは必ずシャボ待ちになるので、やめてくれよ。必ずシャボ待ちスタンド。それって強いの？それって強いのか？この間遊び大全でポーカーして歌教員の魂かけてました。もう歌教員がね、とばっちりすぎるんよ。歌教員のとばっちり感がえぐい。本当に。みんな歌教員の魂全部軽く扱ってないか。ゲームセンターのゲームのコインよりは価値あるからな、みんな。もうちょっと重く持てよ。同価ぐらいの価値はあると俺は信じてる。安いか安いか、さすがに。見てました。見ててくれたかありがとう。見ててくれたかありがとう。ワイのじゃなくて、アペさんの方かな。アペさんの方の配信やな。ハート、うんち。何のスタンプだよ。何のスタンプなんだよ、そのハート、うんちは。感情表現がわからん。そういえば、国風さんって線画ピクセルな感じなんですな。何それ、どういうこと？線画ピクセルってどういうこと？わかんない。どうしよう、何言ってるかわからない。もしかしてもう、線画から間違ってる説ある。どうしよう。どうしよう、お絵描きの仕方を人に教える真似事してるのに、これすら分かってない。歌教員もう死んでるからやめろということ言うな。歌教員僕らの心の中で生きてるんだよ。どうしようかな。今必要な線画をそれっぽく塗ったので、あとどうしようかな。1ピクセルで線画的な鉛筆、そう。鉛筆で線画やってる。そもそもこの画像自体が、いわゆるなんだ ?HD 画質1900何ぼの、だった気がする。ちょっと待って。なんかそんな感じだった気がする。保存して、どこで見るっけこれサイズ。忘れた。どっかでなんかサイズ見れるよね。この、今の画面のサイズ。なんぼだろどこで見るっけ忘れた。なんかどっかにメタデータ的なので見れないっけか。見方忘れた。でも確か、1900何ぼの縦横でやってた気がする。キャンパスサイズ変更。なんかどっかで見たな。やばい、絵描き素人すぎる。絵描き素人すぎんだろ。どれだろうか。レイヤーか。キャンパスサイズ。でも画像かなあ、これだ。キャンパスサイズ。へい。あれだね。高さ1920の1080だね。普通に低めの画質でやってると思います。なんか、いろんなお絵描きしてる人のやつ見ると、本当はもっとでかいよね。そう。なんか、それはイメージとしてしてたんだけど、あんまりでかくしてもそもそも細かく描けんし、いいかなと思って、とりあえずこれにした。でもあれなのかな？描き進めていくとやっぱり不便な場面出てくんのかな？今、もうすでにピクセルのちっちゃい粒がポチポチあちこちにあるし。
どうなんでしょうね。わからん。わからん。かければよかろうなのだの、精神でやってるから。ほほう。やっぱり特殊なのか。色塗り頑張ろうとすると3、4倍ぐらいでかくなるよね。でかくなるんだ。いや、アペさんがイラスト描いてるとき、線細かったり綺麗だし、だから、変な隙間とかも、こういう白塗りのこう、浮いちゃうところとかも出ないから、そうなのかなってほんのりは思ってたけど、やっぱでかく描いた方がいざというとき楽なんかね。まあもう手遅れだし、今回はこのまま行こう。結構近くで見て結構雑でしょ？細かいところ。この辺のさ、線画とかも、なんか線がはみ出してたりとか、なんか細かいところで線が、ほら、丸じゃなくて丸描いたつもりが線が潰れてよくわかんねえのがいたりだとか。重たくならないのが大事。それも大事か。やっぱあれだもんね、画質とか上げれば重くなるんでしょ？処理も多分。イメージはあるんだけどね。ただほら、こういうところがさ、ピクセル1個ピッて残って、ここ色塗れなかったり、ほら、ここも肌塗れてないよ。めんどくせえな。この細かいところがよ。どうなんだろう。なんか Y だけ、時代錯誤な、平成初期ぐらいのイラストの描き方してる気がする。ほら、ここもさ、丸が1個かけてなくて肌色で潰れてるわけですよ。うわー、めんどくさいな。どうしよう。まあ、どうしよう。一旦、ここも線が直すか。これさ、今日中に終わんないよね、多分。これ。多分今日中に終わんないでしょ。僕の立ち絵とかは 5000×9000 でやってます。でかいね。めちゃめちゃでかいね、5000×9000。そのぐらいないとやっぱ足んないのか。マジか。次やるときはじゃあそのサイズでいかないとあかんか。真似てみるか。こうやって、で、この粗いとこ消して、この粗いジュニアのところをちょっとこうやって消して、この辺も粗いジュニアだからちょっと丸上げとこうか。よし。ここってさ、まあいいか、これで。この辺も粗いジュニアだけど、こんな感じにしておこうか。この辺もだね。この辺もだね。OK。VTuber は 2D イラストじゃないですか。そして顔結構近めになるじゃないですか。確かに。配信画面で。確かに。じゃあ画質大事か。結構デカめにして描かないとザラザラの顔に。そっか、画質優先か。用途的にそうなんだ。こういう事情もあるのね。そっか、ライブ 2D で描こうと思うと全然話変わってくるんや。大変だな、そう考えると。2DVTuber ってやっぱ、そもそも自分で 2D 描くときに結構やっぱ気使わさるんや。そうやって考えると。大変な話や。ライブ 2D なぁ。Y もね、正直憧れはあるんよ。ライブ 2D。実際 3D のモデル Y 使ってるじゃん。やっぱりライブ 2D じゃないと出てこない、その、質感があってさ。3D でやると、なんかもうちょっと設定を煮詰めるとか、アバター自体にちょっと手入れてあげないと、あの質感が出ないんだよね。配信で使う時の。だからね、そういう意味ではライブ 2D 良さそうだなって思ったりはするんだけど、いかんせんね、見てください。この国数のイラストのレベルを。技術的な問題がね、大いにあるので、そう。大いにあるんですよ。技術的問題が。それがあるからね。DA さんライブ 2D か。そうよね。DA さんも配信やってるもんね。気になるとこっすよね、ライブ 2D。やっぱ、自分の専用のモデル、自分だけの姿がやっぱあると、配信がまた一層楽しくなったりとかもなるんで、あった方が楽しいんだろうなとは思うところ。やべ、行き過ぎた。どうしよう。よく言えばこの辺線ここ描いていな。描いておきたいな。こうだな。OK。こんなもんかしら。あとはね、この細かいところをね、こうやってちょこちょこっと修正していきたいんだよね。修正数。この辺か。線が微妙。カイジ君は線が微妙。
この辺もね、多分線潰れてんだよね。細かいところが。ノリと勢いでここまで来てるから。よし。線太くしたらいけそうだけどいけるかしら。もっと。いやでもライブ 2D いいなぁ。絶対楽しいんだよな、ライブ 2D 作るの。あれこそ、挙動の設定を自分で細かくできるじゃん。だからこだわればこだわるほど自分の好きな質感とか挙動とかができるわけじゃん。だからクリエイター気質の人は多分ライブ 2D 作り絶対ハマるんだよね、あれ自体は。って考えるとね、国和も多分手つけたらハマるんですよ。うん。十中八九ハマる。ハマりてー、絶対楽しいだろうな。いやー、今ね、めっちゃ後悔してる。線画の段階でもうちょっと丁寧にやってればよかったって思った。だいぶいらんとこで時間食ってるもん、今。余計な時間やで。まあでも、どうせ、色全部塗り終わったら、多分、国和いつもの癖で、油絵みたいにベタ塗りするんだろうから、あんまり気にならなくなるんじゃないかとは思ってんだけど、カイジ君は線が下手っぴさのんでり班長。いやでも否定できんからマジでそうだからね。なんだろう。パッと見た時に絵褒めてもらえるのは嬉しいんだけど、あれなんだよ。いわゆる離れて見るから上手に見える的な感じなんだ。自覚あるからさ、それに関しては。そう見えるように描いてるから。そう、離れて見ると上手に見える描き方。そう。だから、カイジ君は線が下手だけど、国和君はごまかすのが上手なの。うん。ただ近くで見ると、あらいっぱいあるし、ちゃんと出来上がった時に、こういうところで絶対違和感になるから。そう。いろんな創作をやってきてね、これはね、100% そう。こういう細かいところは、絶対にパッと見わかんなくても違和感としてそれが残るから。うん。その技術ください。違うんだよ。これはね、技術とはまた違うんだよ、アペさんよ。これ説明難しいんだけどね、技術とはね、またちょっと違う話なんだよ、この辺って。なんだろうな、人生ってずる賢い人ほど有利なもので、実はそれってあらゆる技術にとっても言えるんですよ。どれだけずる賢く、上手に、なんだろう、絵自体を上手にじゃなくて、どれだけ上手に進めるか、上手にごまかすかっていうのがすごい重要なんですよね、こういうのって。よく見せる。よく見える。よく聞かせる。いいイメージを持たせる。みたいなのってすごく、なんだろう。本質的には、クリエイターの感覚からすると、完全に間違いなんだけど、なんだろう。ものづくり。クリエイターの感覚とものづくりの感覚ってちょっと違うんだよね。ものづくりで言うと、なんだろう。こだわり続ける以外にも、それ以外の別の方法、別のアプローチでよく見せる、完結させる、クリアするっていうのがね、すごい大事だったりするんだよね。多分、国和はその辺を絵に落とし込んでるからだと思う。自分でそう思ってる。うん。ただ、そればっかりやってると、本質的に絵は上手くならないよね。っていうのは肌で感じてる。難しいところだね、これはね。どこを取るかだよね。うん、どこを取るかの問題だよ。そう。だから、ワイは、ワイよりもアペさんの方が絵が上手いよって言ってるのはそういう理由なんだよ。うん。違うんだよね、なんだろう。お互いにクリアしなきゃいけない問題っていうのが全然違うところにあるから、そういうところなんすよ。言語化が難しい。ごめん、これはね、言語化が難しい。非常に言葉にするのが難しいから、ごめん、全然聞き流していいよ、大丈夫よ。まあ、いろいろありますよって話。ただ、もしこれを理解できると、あらゆることが上手にできるようになる。これって、絵単品の話じゃなくて、なんだろう、何をするにも根幹になってくる部分だから、これが理解できるとすんごいいろんなものがね、難易度下がる。もうわかんない。メンヘラか。アペさん
安倍さんちょいちょいメンヘラ化しちゃうから。ちょいちょいメンヘラ出すからな。安倍さんはな、ちょいちょいメンヘラ出すからな。まったくもう仕方ないんだから。どうした話聞こうか。お嬢ちゃんどうしたそれは彼氏が悪いね。俺だったらそんなことしないのに。じゃあ入れるね。じゃあ入れるね。ペン入れ。ひでえぜ。ひでえ話や。だいたいお絵かきしてるときにさ、なんかチャロでじゃあ入れるねとか普通ならんのよ。何の配信してた今。お絵かき配信だよね、これ。今、とりあえずこの線の粗をちょっとずつ修正して、で、このざっくりした色塗りを少し修正を加える段階だよね、今ね。うん。じゃあ入れるね。話聞こうか。順番が逆。それあれじゃん。エッチし終わった後にいつになったら告白してくれるのっていう女の子や。順番が逆。なんかそんな薄い本あったな。やめろよ、下ネタ。やめてよ、下ネタなんて。ちょっと、アペさん人の配信だと思って。よくないんだ、そういうの。人の配信だからってそういう下ネタぶっ込んでくるのよくないと思う。こう色塗り忘れてんだけど。今気づいたわ。いやーね、まあどうせ白いポチポチいっぱいあるから、ちょっとそのタイミングで直せばいいや。もうちょっと男子神聖な会話だろうがお絵かきはね、神聖だからね。そう、我々クリエイターの、そう、クリエイターじゃないから、我々クリエイターの大事な神聖な場だから、これは。そう、召喚の儀だからね、これは。そう。お絵かきはね、召喚の儀なんですよ。そう。この絵画に、魂を込める。高齢術の真っ最中なわけですよ。これってね、実は。なんか、高齢術しようと思えば思うほどあらがいっぱい出てきて今泣きそうなんだけどさ。すーごい立つじゃん、こんな。性格出てんなー、マジで。A 型発狂案件のこの雑さ加減。直そうと思ったら無限に直さなきゃいけないとこあるよ、こんな。マジで。今こうやって直してるけどさ、多分今これじゃ済まないもんね。多分引きで見たら絶望すると思う。直すとこ超いっぱいあんだけどって多分なる。これはなっちゃう。この辺とかさ、ねこの辺とかさ、困っちゃうよね。この中とかさ、丸書いてんのによくわかんない線いっぱいあるんだもん、中に。未来の俺に任せたって言って、その未来の俺が今の俺なんだよね。あの時の俺をぶん殴りたい。助走をつけて、某大統領みたいに。俺がアメリカ合衆国だっつって、助走つけてぶん殴りたい。でも大体こんなもんかい？多分。大体いったんじゃない？あとの細かいところはもう、色塗りながら、ベタ塗りでそれっぽくごまかしていくスタイルにしようよ、もう。めんどくさいよ。まだあるよ。まだあるよ。髪の毛まだいっぱいあるんじゃねもしかして。アームストロング、国風大統領か。今日だけ、そうかもしれない。今日だけアームストロングになりたい。ここも塗り忘れてる。もうやだ。塗り忘れいっぱいあるよ。もうやだよ。もうみんな塗り忘ればっかり。ここもでしょ、だって。やだね、もうね。衝撃に応じて硬化するナノマシン。もうマジ便利な設定よな、あれ。実際ね、ネタでしか知らないんだけど、設定だけ聞くと、純粋にチートすぎてね、ほんまに言うてるってなるもん。この辺も多分、線のあるんじゃねえか。でも、ここら辺はないか。確かこの辺は、あるじゃん。結構この辺はね、あれを使ったんだよね。なんだっけ、あれ。手ブレ補正か。手ブレ補正使って、線描いてたから、そんなに変な線、ピョロピョロと生えてはないんじゃないかな。と思いたいけど、なんか、そうでもなさそうな感じはしてる。なんか見てると、こういう細かいところとかさ、マジ勘弁。これ多分肩の線だけど、こいつがはみ出し線だね。あとはこの先端もいらないかな？消しちゃうか。このピクセル1個で紙の先っぽが跳ねてる感じとかが表現できるんだとは思うんだけど、もう Y のコントロール下にないということはもう見た目がノイズになるから、ここもいいか。繋いじゃえ。それはまずい。これがね、融通が効かなくて
よし。OK。ほら。見れば見るほどあらが出る。見る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 。見れば見るほどあらがある。てれてれ。この辺も消したい。いや、待って、これはどうなってんだ。あ、これ消すと、そこが繋がっちゃうのか。ままならねえ。ままならねえよ、絵描きってもんはよ。いや、そもそも絵描き名乗っていいレベルに達してないと私は思っている。何なんだよ、この線。意味不明な。だからね、こういうのはね、近くで見ちゃダメなんだよ。30メートルぐらい離れた距離から見てもらわないと。困りますよ。困りますよ、そんな近づいてもらっちゃう。国数の絵は離れて見てもらわないと。こんなもんかな。なんか反対側のお下げの先端もなんかあんまり良くない気がする。ちょっと見てみるか。もうちょいこの辺か？もうちょいこの辺かい？待ってね。ああ。よくわかんないバーが出てきて、横の飼育バーが動かせない。悲しい。今何触ったろう。この飼育バーが隠れてくれないと。これか。オッケーオッケー。うん。そんな目で見ないで。そんな目で見ないで。もう、悲しいぜ。悲しいよ、マジで。この、性格の、国風の性格の雑さによ、悲しみを覚えるぜ。だいたい線画の方のドットは潰せたんじゃない？多分。うん。フリーゲート感はいねえが。生ハゲ状態。フリーゲート感。フリー。アークスライダーさん声がか細く。アークさんのレアツが消えた。苦戦しているご様子。激しく苦戦しているご様子。ぼちぼちいいとこまで消せたんじゃないか。この辺がね、色グレーになってるからね、多分。白くなってないとね、線画に下ろすときに多分これがまた邪魔すると思うんだけど、まあいいとこでしょう。OK。一旦いいことにしよう。引きで見てみる。そう、気持ち、線画の方に感じてたあらが整った気がする。気配ね。だからね、近くで見ないと分かんないところって、話してみた時の、小さい違和感とか感覚でしか分かんないから、なんかね、黒ポチがはみ出してるところが減った気がするんだけど、それを言うと、この距離で見るとなんか肘のところにザラつきを感じる。肘のザラつきを感じるからちょっとこの辺を拡大してみよう。いたわ。勘って当たるんだよ。なんか肘ザラついてるなと思ったら、なんか点いたわ。で、こいつを消しゴムで消します。そう、こういう細かいとこってね、こういう微妙な違和感なんだよね。何がってわかんないけど、なんか違うみたいな感じになるんだよ。OK。アークスライダーさん、ちゃうねん。今回は探索中にフリーゲート500席雇うのが目標。フリーゲート館ってそんなに雇えるんですか？あれって。あれ上限ないんですか？フリーゲート館。500席そんなにいけるんですか？あれって。聞いたことない数字できた時びっくりしちゃった今。よし。ほらなんか肘トゥルトゥルになった気がするでしょ。なんか肘トゥルトゥルになった気がする。ちょっとしたとこなんですよね。消しゴムマジックで消すんだよ。多分ね、消しゴムマジックで消された彼女は今度プロレスラーの道に行くから、今度は国和がプロレスラーになるイラスト描かなきゃいけなくなってくる。もしくは Google Pixel。500? やっぱそうなるんですよね。あれ500いけるんだ。それ知らんかった。500いけるの知らんかった。なんか肩に意味不明なラインがある。なんだこれ。何の線だ？これ髪の毛か。髪の毛の先が伸びてんのね。最大所持は300席までですな。最大所持はね。まさか解体フリーゲットモジュールの搾取とんでもねえことやろうとしてますぜ、この人。すげえ話や。さて、ここまでこんな感じでやっておりましたので、次は顔のパーツ。どうしよう。
正解が分かんなくなると途端に具合悪くなるね。やっぱりね。分かんないってやっぱ一番疲れんだよな。今までそれっぽくやってたけど。あとね、ヘッドホンがね、頭に重い。ヘッドホンから音楽流れてるからさ。これ外すとね、音楽ない状態でやることになるんだけど、音量上げるか。自分の耳にヘッドホンから曲が聞こえるぐらいのサイズに音量にすると多分マイクにその曲の音が入ってくるの、今度は。調整がね、難しいんだ、これが。どうしようか。今、だいたいいいとこまで塗りました。塗り忘れんていいのだよ。あ、塗り忘れも何もここ線画がおかしいから変なことになってんだよ。じゃあ、ここも線画ちゃんをまたここら辺、消しゴムマジックこいて。消しゴムマジック、多分ね、ここが上なんだよね。ここ上で、ここが多分余計な線で変に潰れちゃって、こうなんだよね、多分。でだよ。この辺がわからん。これが正解か？違う。こうじゃない。こっちが正解だ。こうして、この線画を描いた時の当時の薄い記憶を頼りに。多分こう。わかんねえな。わかんねえな。わからんな。ちょっと当時の Y が何を考えてたのかを知る術を知りたい。一体いいことですか。一旦いいことにして信ぜよう。でこうして、こうするじゃん。色が違うからよくわかんない置き方してる。わかんねえよ。わかんねえよ。これいいや、もうかけちゃえ。なんか変なことになった。ちょっと待って。これ黒判定だ。色の中に薄いグレーが混じってそれが黒判定になってる。敷地の問題でようわからんことになっちゃう。めんどくさい。めんどくさいよ。で、こうして、エアブラシじゃないんだな。エアブラシはほっぺ塗るときに使うんだよね。噂によるとね。で、スポイトで色取って、ざっと塗る。ほら、今なんか白く塗れてない点あるじゃん。白く見えるけど、多分ここが今消しゴムで消した関係で、真っ白になってないんだよ、これが。多分ね、薄いグレーなんだよ、これ。見えてないけど。多分それのせいで。めんどくさい。こういうのが、レイヤー分けしたところの上を、直接色を乗っけてくってやるしかないんだ。めんどくさい。効率が悪い。カイジ君が効率が悪い。班長マジ助けてくれ。これで、一旦これで、どうしよう。多分もうやり方自体がうまくはないんだけど、とりあえずこの白い点々を消す作業をやって色を潰していきたい。それが終わって気持ちよくなったところで、顔がね、絶対細かいから時間かかるから、こいつを顔は顔でまとめてやりたいから、ちょっとこれ後回し。装飾もあれだな、修正必要だから後回しにする。とするとだよ。どうしようかな。手直ししなきゃいけないとこいっぱいあるね。紙から行くか。で、じゃあどうしましょう。どうしましょうという話です。線画で言うと、こういう感じ。線の中の選択をしたから線の間がね、こうやって色濡らさってないんですよ。今のところ。なので、こいつを塗るか否か。塗っちゃった方が話は早い。ので、こいつを塗っちゃいたいな。どうなんだろう。塗っていいのかな。わかんねえ。自信ねえな。塗るか。塗っちゃおうか。これ塗っちゃおう。わからんけど、多分、なんとかなるでしょ。一旦これでもう、これ塗っちゃって、このレイヤーの上でこの白いところをね、塗ってから考えよう。で、これはデカ鉛筆で塗ります。あえて。デカ鉛筆で言っても50ぐらいにしておこうかな。勘で。多分50、60あれば多分足りると思う。こんなもん。これで
この白いところを潰していきます。黒線とかを後で消したりなんだりしてもいいように、この形でやっていきます。なんか、すげえ、なんかどんどん間違った路線に自分が進んでいる気がしならない。本当にいいのか、これで。誰か助けてくれ。わかんないって辛い。よしと。よし。口数が減っちゃうぜ。どんどん減っちゃうぜ。実際、お絵かきと雑談配信でそもそも両立できんのかね、これってね。やってて言うのもなんだけど。他のお絵かき配信やってる人ってどうなんだろう、そのライン引き。どのぐらいのさじ加減でやってんだろうね。わからんのー。わからんことだらけじゃ。伸びしろしかねえ。伸びしろしかないで、マジで。ここをこう、こう、こうにしたい。ここをこう、こう。で、このあたりもこう。こんな感じでいきたい。ここまではセーフだと思いたい。いや細い。線が細い。手を止めればいけますよ。終わり。終わっちゃう、終わっちゃう。終わっちゃう、終わっちゃう。終わらせようとしてるな。ライバルの一人、蹴落とそうとしてるな。その手には乗らないんだな。その手には乗らないんだな、国和は。今日はお絵かき配信だから。マジでわかんないな。本当にそうだからな。今やってる行動が、絵を、こう色塗りとかを描き慣れてる人からしたら、それ何やってんの？それやる必要なくない？みたいな。よくわかんない行動に多分なってるんだろうなとか、ちょっと正直思ってる。正直思ってはいる。うん。僕より優秀な人間を潰していけば、やがて僕が最優秀。にちゃー。なんて思考回路してやがる、こいつ。完全にその悪役側の、負け悪役の思考回路。途中退場必死や、そんな。こいつ命短そうだな。こいつこの作品では命短そうだな。もう今回の目標は100万ナノマシンを稼いで帰ることだからな。割と目測はついているのだ、にやり。素晴らしい。やっぱ計画立てて行動が進むとやっぱりね、目標があると話が早い。サクサクといくというか、迷いがなくいける。良きですな。非常に良きですな。全然手つけられてないからな。どうしよう、マジで。手つけなんか何もならんすからね。そもそも。手つけたいとこだけどな。困ったもんやで。本当にね、やっぱいろんなものを中途半端にして次に行っちゃうのはね、本当自分でも悪役だと思ってるんですよ。だから今日みたいな事態になるからね。こうやって。忘れてた。ついにやんなきゃ。やろうっつって。やむにやまれずやってる感じになっちゃうから。これあんま良くないんですよね。やっぱね。やっべ、やりて楽しいのテンションの方が何でもうまくいくのはそりゃそうなんだから。そうなるように仕向ければ良いものを。おかなり組み数。なおり破れたり。もうちょっとちっちゃい筆でいきたい。もうちょっとちっちゃい筆でいきたいんだが。だからこそそのためにフリーゲートを500席が必要なので、わかるかね、トラベラー国和よ。フリーゲート管ってナノマシンになるんですか？どういうことだ？だって、使える、実動で動くナノマシンじゃねえや。フリーゲートの数って30席では？わからん。フリーゲート管どうこうするとナノマシンに化けるのか？何か、技を感じる。何かの技を使ってるような気がしてる。知りたすぎる。一体どんな技を使っているんだ。あわよくば真似たい。この辺線だと思うんだ。この辺線だと思うんだ。これも線だと思うんだ。これも線だと思うんだ。赤き蛇がトグロを巻く。よし。
あとはこの毛先とかを塗りたかったりね。あら、初コメ。こんばんは。こんばんは。初見さんいらっしゃいませ。コメントありがとうございます。トーマックスさんでよろしいですかね。コメントありがとうございます。国和と申します。お絵かき配信してますんで、よかったらお付き合いください。よろしくお願いします。色塗りです。銀筆使ってね、色塗りとかお絵かきやってるんですけど、色塗りは、全く勉強してないので、手探りで、なんとなく雰囲気でやってます。全然間違ってると思うので、なんぼでも口出してください。どうぞよろしくお願いいたします。仕方ないんや。特別に教えて信ぜよう。ありがとうございます。助かります。助かります。技を一個でも多くね、覚えておいて配信やった時に、ノマスカの配信やった時にガッと進めれるようにね。ノマスカもやりてえな。時間が何本あっても足りねえ。世の中から労働なくなればね、いくらでも配信できんだけどね。なかなかね、まだそういう時代には到達してないから、まだちょっと Y 生まれてくるの早かったかもしれん。好きなことやって生活できる時代はあともう何十年が先だったかもしれない。生まれてくるのが早かった。この辺も多分塗りつぶしていいと思うんだ。多分ここも塗りつぶしていいと思うんだ。多分ね。共同探索終了時、メインデータに変えるときのリザルト画面を覚えているかね？はい、覚えてます。なんかいろんな成果に応じて報酬としてなんかいろいろ加算されるところですよね。それは確かにあった。遅い感じなんだよな。忘れる前に遅いとこ書いとくか。2ぐらいでいけないか。太いか。ちょっと2太いか。かといって1だとドットなんだよな。1だとドットなんだよね。これはどうなの？こんなんどうなの？わー、なんかいまいち感がすごいぜ。これじゃない感。拡大しろってな。拡大して書けってな。こういうドット1個が多分何かの差になると私は思う。我思うゆえに我あり。これもしかして肌色の方が上にあんのか？これ肌色の方が上だ。じゃあレイヤーの位置変えるか。変な色塗ってる。そう。レイヤーグループの上下を間違ってるんだ。結局はそういうことなんだね。国和くんは不器用。国和くんは色塗りが下手。こんなもんか。私は画面を録画しておいてどんなコードがナノマシンとして評価されるのを記録して事前に把握した上で探索に挑んでいるのか。すげえ。すげえ。報酬ガチ勢だ。ガチめに報酬を取りに行ってるスタイルだ。だからそういう方法もあるのか。確かに報酬は多い方がいいですからね、なんぼでもね。限界値まで報酬を絞り取ろうとしておる。報酬があればあるほどね、ゲームの進捗が良くなるですからね。確かにそれはそうなのか。追うべき数字ではある。追うべきなんだよな、確かに。よし、あと一旦こんなもんで、この辺は。で、あとまだ濡れてないところ。この辺雑だけど、これラインだと思うんだよな。どっちだろう。なんか、線整えとくか。いざとなったらまた修正すれば良いのです。よしと。この辺は多分塗ってもいいと思うんだ。なんかダメな気がするな。わかんないな。ここもなんかちょっとそれっぽく整えとけば後で楽だと思うんだ。多分ね。多分だよ。自信はないけども。で、その中で一番評価大きいのがフリゲート艦の雇用というわけだ。この意味はわかるかね？
ちなみに数字で言うと、500巻っていう明確な目標があるのであれば、じゃあ1巻あたりの数字も多分出てるってことなんじゃないですか、先生。先生どうなんですか？ 1 巻あたりの報酬額を多分知ったからゆえに、知ってしまったがゆえに多分その方法で稼いでると思うんですけど、1巻あたりの旨味がすごいってことなんですよね、先生。いくらなの？ 1 巻あたりの報酬額っていうのは気になるところ。フリーゲート巻だと見つけるたびにとにかく全部仲間に引き入れて、結局あれですよね、その手持ちがマックス30巻だから、そこを入れ替わり立ち替わりでも OK ってことですよね、要するに。いわゆるその仲間にした実績がポイントになるんだろうから、多分そういうことなんだろうけども。鋭いじゃないか、トラベラー国数。その通り。フリゲートが1隻につき2000ナノマシン。本当にそれびっくりしちゃった。2000？ じゃあ、惑星で動物ポチポチする必要もうないやん。もう黙ってその、星の近くでフリーゲートか見かけたら全部片っ端から声かけた方が効率ええやん。じゃあ、1イベントで数万ナノマシンとか楽勝なのでは？なんか恐ろしい話聞いてしまった。ゲームバランス壊れる。壊れちゃうよ。国数のノーマンズスカイ壊れちゃう。やばい、もう確定しました。もう次回から国数のノーマンズスカイがちょっと壊れます。すげえいいこと聞いちゃった。すごっ。つまり500隻雇うとどうなるかな？ちょっと、指数えるね。いくらなんだろう。5に10の10万の100万、1000万ナノマシンってこと？ 1000 万ナノマシンって知らない数字？それってナノマシンカンストするんですか？ナノマシンカンストしちゃうやつ？いっそグロい。いっそグロい。行き過ぎな気がする。行き過ぎて、もはやちょっとグロテスクまである。そんなになるんすか？そのナノマシンそんな集めてどうするんですか？カンストまでナノマシン集めてどうするんですか？やりすぎじゃないそれ。ゲーム壊れません？ゲーム壊れませんか？そんな集めて。すごっ。一生ナノマシン困んないじゃないですか。変なとこ塗った。すげえ。そんなことできるんだ。ハイスコア勢ですね。極めてるなぁ。マジか。他のプレイヤーさんでもそこまでの人いないんじゃないですか、だって。います？なんか同じ感じで集めてる人、今見てる人で、ノマスカやってる人で。むしろ水銀に困るぜ。水銀は確かにそうか。数字間違ってた。恥ずかしい。ゼロの数間違ってたわ。ちょうど100万。100万やば。そもそもあれって何個まで持てるんですか？その数自体が。一応その数多分個人で持てるのかな？あれ自体は。こうしたい。こうしたい。こうかな。ここの辺をこうしたい。紙羽はいいかな。こんなもん。この細いとこを使うかどうかは別として一旦こんなもんにしとく。これはそうか。髪飾りか。髪飾りがあるんか。今のところメインデータでも50万以上ナノマシン持ってるから、まあ100万はいけるだろうと思ってね。チャレンジっすな。ハイスコアチャレンジだ。なるほどな。なんかすごいなんだろう。勝ち組の遊びというかなんかすごいもうなんか遊びの領域が違う次元にいる気がする。すごいなぁ。なんかもうとんでもない領域にいる感じだ。マジですげえ。やり尽くしてますなぁ。完全にやり尽くしてますなぁ。いずれはも金集めにはまるのかな。お金はね、いくらあってもね、金なんかいくらあってもいいですからね。それは間違いないから。この辺も塗りつぶして良きかな。この辺も良きでしょう。
逆に言えば、通常時にフリーゲート雇ってもナノマシンがもらえるわけじゃないので、期間限定でしかできない荒稼ぎでもあるよね。共同探検要素ね、完全に。共同探検のみの、美味しい稼ぎ方。共同探検の種類によってはない時ありますもんね。あれが、他の登場が、そういうのの登場が全くない。共同探検も確かあったと思ったんで、そういうところは、稼げないけど、そうじゃない時はもう、この方法で荒稼ぎができるってやり方ですよね。うん。どういう感じだ。だ。うん。あ、そうだ。保健さんも今いらっしゃってると思うので、雑談込みの配信なのでね、話振っていただければ、どんどん拾っていきますんで、自分の好きな話題でいいので、どんどん振っていただければね、はい、国和楽しくおしゃべりいたしますので、どうぞ気兼ねなくよろしくお願いいたします。みんなね、ほんと思い思いに、好きな話してもらって大丈夫なのでね。気使わないでね、ブンバン話しかけてね。おしゃべり好きだから、国和おしゃべりモンスターなんで、そう、何でも話しかけられたら嬉しいからね。うん、全然話しかけてね。やっぱなんだかんだおしゃべりするために配信開いてるまであるから。うん、今度ポテチ買おうと思ってるんですが、何かおすすめありますか？雑談。いいっすね。そういうの。でも逆にポテチだったら、ワイの方が知りたいかもしんない。結構ね、ポテチ、やっぱり、この年になると、やっぱりポテチってあんまり自分で買う機会減るんですよね。よっぽど食べたいなとか、よっぽどジャンクな、あれをしたい気分になった時に買うぐらいなものになっちゃってるから、今何が美味しいんだろう、ポテチ。何が美味しいんだろう。とにかく堅揚げポテトが好きで、新しいやつが出れば堅揚げポテト買ってるんですけど、堅揚げポテトの柚子とかって前出ましたっけか？なんかそれ系食ってすげえうまかった記憶がある。みんななんかポテチ、最近のポテチってみんなわかる？何がうまいの今のって。うん。前回の廃棄物処理してた探検でも30万足らずぐらいのナノマシンは稼いだからね。ナノマシン稼ぎの王ですな。稼げてますね、ナノマシン。強いな。ナノマシン稼ぎたい放題や。赤の塗りつぶしはいい線いったかな。ほぼほぼいいとこな気がするな。細い枝毛とかまだちょっと適当なところはあるけど、まあこれはおいおい様子を見ていこう。なんかよくわかんないところがあるな。堅揚げポテトの、堅揚げの塩好きです。いいっすね。なんかやっぱ塩が一番間違いない気がするな。堅揚げポテトってあれ食感が売りっすからね。その余計に塩とかのシンプルな方が堅揚げポテトだよねって感じのうまさがすごい伝わる気がする。堅揚げポテトなぁ、強いんだよなぁ。プリングルスのサワークリームオニオンポテチが最高や。サワークリームもね、うまいんすよね、あれね。うまいんだよ、サワークリーム。食べた後に口臭が完全にサワークリームになるから、あれ好み分かれるんですよね。友達ん家でポテチ食う時にサワークリームオニオンが出ると、ちょっとね、食べるか迷う。一人でいる時は全然食べるレパートリーのはずなんだけど、なんか気使っちゃう。人がいる時にサワークリーム。サワークリームオニオン食ってからさ、コンビニとかに、ノーマスクで個人的に行けなくて、口臭気にしちゃって。そう、サワークリーム。確かにあれはやばい美味しさ。ほんとそう。美味しさはね、100% 間違いない。サワークリーム美味しい。堅揚げポテトならブラックペッパーとかどうでしょう？王道。もう100点満点でございます。いや、堅揚げポテトね、もう塩もね、ブラックペッパーもね、ポテチに困ったら、どっちかは入るっすね。どっちかは入るんですよ。あ、パンダさんちょいと離席します。了解です。いってらっしゃいまし。お気をつけて。まあどうせ国風朝までやってるから、この配信は。多分朝までやってるから。わかんないけど。終わんないからね、朝まで。この感じでいくと。結局、いつものコリションも発動するんだろうし。髪の毛は一旦いいことにするかな。で、これで、線画グループを表示すると、なんか潰れてんな。この辺がいまいちだね。なので、ちょっと待ってね。線画グループを消します。ここだね。ここは塗りつぶしてもいいやつだね。こういうところが見えづらいからね。もうちょい塗りつぶそうかね。
よしと。この辺はこんな感じで塗りつぶして良いんじゃないか、もしかしたら。うん。いいとこじゃないか、とりあえず。よーし、ドーナツも作り足して、雇用資金は万全だぜ。素晴らしい。ちゃんとね、スイーツ手土産も作ってね、バッチリ準備万端なわけですね。順調すぎるなぁ。さすがだなぁ。わぁ、飲ますかやりてー。絵描きながら言うのもなんだけど。あ、なんかはみ出してんじゃん、ここ。何これ。すげえはみ出してる。なんで？なんか塗り間違ったな。ここは消そう。これは消すとこですね。消すとこ。コストコみたいな言い方したけど。これは。ブラシの硬さ、強さ。いや、わかんねえから。このまま消そう。ダメな時はまた後で考える。雰囲気。雰囲気。ふにかつは雰囲気で絵描くから。うん。よいしょ。あれ、ごめんなさい。ちなみに、トーマックスさんまだいらっしゃいます？トーマックスさんまだいらっしゃいますか？僕、いろいろやってるので配信で、どれで見に来ていただいた感じなんですかね。ノーマンズスカイやるし、絵描くし、VR チャットやるし、雑談やるし、なんか手元で飯食うしで、結構いろんなことやるので、何で見て知ってくれました？それとも今日は、たまたま立ち寄っていただいた感じですかね。ちょっとね、ふと気になりました。よかったら教えてほしいな。よかったら教えてください。この辺が塗り漏れがあるんで、これ塗りますね。あとは、ここだ片揚げのブラックペッパーとサワークリーム、買いたそう。食べたくなっちゃったか。素晴らしく飯テロ食らってる。やっぱ食い物の話するとね、欲しくなるよね。いかんね。ワイの配信で食い物の話するとみんな買いたくなっちゃうよね。どうしても。結局みんなセンスいいからな、食いたいラインナップが出揃っちゃうんだよね、ここでね。やっぱ頭の中がその食い物でね、汚染されるっていうね、思考がね。今回はスウォームに絡まれる影響か、スペースレスキューが来ないのよね。確かに少ないか。でもなんかあれじゃないですか。初めて序盤にスペースレスキューみたいなのが発生して、戦艦が一隻仲間になるのは多分あれみんなテンプレートなのかな。なんかちょっと僕のメタ読みになるんですけど、今回運営さんの方で狙って一発あれ発生させてる気がするんですよね。だから大抵のプレイヤー、貨物船は一人一隻ぐらいを仲間にしてるんじゃないかなって勝手に邪推してました。あれに関しては。ああ、ここもはみ出してんじゃん。ナンセンス。ナンセンス。色塗り三角。この辺もちょっと塗りつぶしたいな。今のフェーズに入ってからスペースレスキューもなくなってしまって仕方なしに購入しています。やっぱ最初だけだったんだな、あれな。なんとなくそんな気はしてたんですよね。一発目の、そもそもタイミングが良すぎたっすもんね、あれね。発生の。織り込み済みだったんだろうな、あれだけに関して言えば。前提があったんだ。そもそも内装とか、内容も最初から良かったっすもんね。確率で言えば最初からランクの高い、貨物船が一発目でポーンって出てくるって結構、天文学的なとこじゃないですか。っていうことを加味すれば多分、ということは、もしそこで C クラスだから、見た目が微妙だからと入手しなかった場合は、そこは、その人の判断ということで、そこから先苦労をしてもらうという、ストーリー構成だったのかもしれない。助け舟は一回出したからね。一回きりだよ。それがダメならもうあとは頑張ってね。っていう仕様だったのかもしれない。わかんないけど、ワンチャンスぐらいはさすがにくれるんじゃないかなって勝手に思ってました。そのワンチャンスがあれだったんじゃないかなという邪推。多分ハロゲさんはそういうところは深く考えずに遊んでほしいと思っているんでしょう、きっと。だいたい色塗りいいかな。こんなもんにしとこうかな。紙はね。あんまりこれずっとこだわってると多分全然終わらんので、良いことにしよう。
わい、なんか、ずっとそこ選択してるな。なんで？あ、選択解除忘れてたんか。あ、別のレイヤーだから関係ねえのか。選択解除。影響なし。紙はきれいに塗りつぶせましたよと。次はじゃあ、まあ、ジャケットというか革かな。ここはそんなにドット割れというかなんかそういうのなさそうだから、かかんなそうだけど、どうだろうな。微妙なとこだな。一旦線画を隠します。となるとこうなるので、こうなるんか。こうなるんか。まあ、トリマ潰していきますか。じゃあ、トリマ、靴のレイヤーグループで白いとこを潰していきます。ギュンギュン。マジギュンギュンギュン。よしと。で、スポイト。困ったらスポイトで色をと。OK。フェーズ3に入る前に海賊成形でドレッドノートをぶち転がして打破しておいた私に抜かりはなかったということか。素晴らしすぎる。本当にもう、流れ完璧ですな。流れが完璧すぎて怖いまである。鉛筆だから、これは、スポイトポチ。スポイトポチポチ。で、ここで塗りつぶしていくと、近づけすぎたかな。でもまあ、だいたいこんなもんか。ここも消していいと私は思う。よし。ここも消していいと。よし。果たしてここを消していく意味はあるんだろうか。正直わからんでやってる。この工程が全部無駄になる可能性もありますからね。なんでやってるんでね。うん。本当にこの絵の描き方が合ってるかどうかがね、マジで全く何にもわからん。何にもわからん。右も左も見えん。とりあえず前に進むしかない。これなんだっけ？あの辺のパーツだ。どうしよう。うわー、どうしよう。どうせ線画で撮るしな。塗っちゃえ！濡れさってるところと濡らさってないとこがあるから、半端にするぐらいなら塗っちゃえ。多分ね、ここがね、そうね、この辺の装飾の類があるとこだ。塗っちゃうもわかんないから。ここもこう塗っちゃう。ここもこう塗っちゃう。あとはここも塗っちゃうか。悩んだらもう塗っちゃおう。色塗るときのベースとしてこれが正しいかどうかはね、本当にわからん。無駄にならないことを祈って。頼むぜ、マジで。頼む、この作業無駄にならないでおくれ。泣いちゃうよ。泣いちゃうよ、俺。これが全部無駄でしたってなったら。でもな、なりそうな気配あるんだよな。気配自体はビンビン感じてんだ。なんだろう。いわゆるこの線画をなしにして油絵みたいに厚塗りをして色を塗るんだったら多分この工程生きるんですよ。この今のこの黒の線画を全部見えない状態にして仕上げますっていう前提だったらこの工程は多分生きる。でも多分なんかそうならない気がするんだよな。どうなんだろう。多分、アペさんにさっきアドバイスもらったところで、ドットが荒いから、結果的に。だから、油じゃねえや。厚塗りで塗ろうと思うと、いわゆるそういうグラデーションで綺麗に塗らさってる状況っていうのは多分作りにくいんだ。どうしても色の段が出るはずなんだ。で考えるとよ。この作業はどうなのっていう。本当に必要かいっていうのは正直やりながら思ってる。迷ったらやるしかねえからね。迷っても止まるな。迷っても止まっちゃいかんのじゃ。この辺も塗っちゃえ。この辺も塗っちゃえ。迷ったらいっちゃえ。えいげ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 い。おろろ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 い。あれれ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 れい。この辺も塗っちゃう。よいしょ。はみ出してたら後で直せばいいからね。よいしょ。この手とボディの輪郭もめんどいから消しちゃう。消しちゃう。多分色のベースどうこうするときにね、また範囲選択したいと思うんだけど、ここでこの辺を塗っとくと範囲選択の時に線画の方に飛ばずに、この
塗りつぶした部分を範囲選択ポンってやったら丸々選択になるから、その点はね、多分少し楽になると思うんだ。っていう考えのもと、塗りつぶし始めたんだけど、もしかしたら、もっと簡単なやり方を教えてもらって、それに目覚める可能性は十二分にある。十二分にある。しかし、ポテチといえばそうだな。私が好きな色物でもおすすめしておこうかにあり。知りたい。色物ポテチはみんな好きっすよ。大好き。みんな大好き。たまに期間限定で出る、なんかスイーツなんだかポテチなんだかわかんない微妙なジャンルのもの、期間限定で出るやつ。ああいうのもね、タイトルは好き。自分で食べるかどうかは別として。下乳のあたりはラインは別に乱れてないからこのままでもいいんじゃないか？だいたいいいんじゃない？うん、黒塗りのところは割とシンプルなはずだから。手袋とパーカーだけだと思ったんだ、確か、この辺は。いいんじゃないか？ペルネスってメーカーのロングポテトチップス。原産ラトビア。ラトビア！海外のポテチ。へえ。ラトビアのポテチは想像つかないですね。逆にどこで手に入れたんですか？ラトビアのポテチなんて。珍しい。興味あるな。あ、手袋もう一個あった。手袋が片手なわけないじゃん。何言ってるんすか。両手っすよ、手袋は。ねえ、そりゃそう。それはそう。よかった、気づけて。確認って大事よね。確認は大事だよ。よし。もうちょい塗っていこうかな。こう。こうっすね。OK。こんなもんかな。こんなもんかな。いいかな。あとなんか。まあいいでしょう。こんなもので。黒も綺麗に塗らさったね、大体。やっぱあれだね。色綺麗に塗るとなんかちょっと安心するね。なんかイメージがつきやすくなる。肌のところも、装飾のところは開けるけど、目とか眉に関しては一回全部塗りつぶしちゃってもいいな。肌色に。輪郭どうすっかな。いや。首周りの肌は結局、インナー肌着の方の装飾がそこら辺ごちゃごちゃしてるから、それを後で手書きで細かく書くからどうせ肌色潰れるんで、輪郭は出るでしょう。うん。いわゆるプリングルスみたいな潰したじゃがいもを成形して作ってるタイプのポテチ。いいっすね。あれ好きなんですよね、その均一で。食感が削り出しのポテチと違って、やっぱりちゃんとこしてというか、ちゃんとマッシュしてというか、丁寧に混ぜて、綺麗なペーストで作ってる感じがあるんで、食感結構好きなんですよね。うん。片揚げポテトの真逆のスタイル。トマト味、クラブ味、カニ味いいですね。ベーコン味にサワークリームオニオン味に色々あるんですね。へえ。そんなに種類あるんだ。ただし形が円形ではなく長方形だからロングポテチ。芋がそもそも長いってことですか？長い芋使ってるってこと？じゃがいもじゃないですかね、そうすると。強いて言えばあとメイクインとかそういう長い形の種類のお芋さんなのかな。面白い。海外のポテチか。良さそうですね。海外ポテチもあんま試したことないな。ハッシュドポテトってことそういうことハッシュなの？でも、チップスなんでしょ？形としては。ポテトチップスなんでしょ？薄いんでしょ？ハッシュドポテトは分厚いイメージがあるんだけど、どうなんだろう。目が粗い成形ポテトがハッシュドポテトかな。どうなんだろう。長方形に成形してるってだけ。日本のポテチとは多分違うんでしょうね。厚みとかその食感とかも。気になるな。ちょっと興味あるな。全然違うヤー2なんだ。今、髪の毛と、革製品、上と手袋を塗りました。で、次は、面積の広いところを攻めるなら肌色を塗るべき。
なんだけど、顔潰しちゃうとイメージ湧かなくなるから、一回飛ばして、スカートかな。スカートも立体潰れちゃうんだよな。じゃがりこみたいな感じなのかな。確かにそういうことか。一回ね、すりつぶしちゃえばね、どんな形に成形してもいいものだから。お芋って便利っすよね、そうやって考えるとね。どんな形にでもなる。素晴らしい。よし、じゃあ、次は、スカートを行きましょうか。これなんだっけ？これは、副グループ。あれ？なんかおかしいな。グループから間違って引っ張り出してた。操作間違っとったな。じゃあ、今度スカートをやってまいります。ここもちゃんと拡大してやろうかな、さすがに。写真あった。薄い長方形チップスだ。気になりんご。気になるんご。でもお絵かき進めたいんご。じゃあね、とりあえず塗りするか。とりあえず私は使命を果たさなければならん。サボってた分を今日は取り返さねばならんのじゃ。サボってるからこんなことになるんすよ。国方さん。自分で自分を説教する。サボってなければな。サボってなければこんなことにならなかったのに。まったく。普段からこまめにやってないから。うぐぐ。もう、そしてね、あれなんですよ。最近仕事が日中になったせいで、もう今ちょっと眠いんですよ。ほんのり眠いんですよ。まだこんな時間なのに。まだ日付変わってないっすよ。なんか体力のありなしよりもやっぱ生活リズム的なものがだいぶ変わってしまったせいで、純粋な眠気に襲われてきてる。レッドブル飲んでても断然。厚みは大差ないが、チップス1枚が20センチぐらいあるぞ。でっか！ 20 センチ？ちょっと待って、20センチ ?20 センチだとね、ちょうどこのぐらい。僕のグーを2個縦に乗っけたのと同じかちょっとちっちゃいぐらい。20センチ。でっか。絶対こぼすじゃないですか、じゃあ。絶対こぼすやつだ。でかいなぁ。人気の秘密はでかさにありそうだな、なんか。インパクト勝負してる感じがする。人気で子供好きそう。そりゃ売れるでしょうな。いや、子供好きそうって言ったけど、でも大人サイズなのか、ある意味。酒飲みながらとか、映画見ながらボリボリ食うのにはすごくちょうどいいのか。1枚で食い出があるってことですもんね。いいな、間違った。いいな、デカサイズの。言われてみれば、日本のポテトでそういう、いわゆるデカサイズってあんまりイメージないですね。1袋は内容量 75g。普通のポテチって何グラムだ？普通のポテチ何グラムでしたっけ？でも70だと多いのか。75g だと、中身が、ちょっと大きいカップ麺の中身ぐらいあるんや。乾麺だけで何グラムとかあるけど。こんなもんか。今手元にあるのがクラブ味とクリーミーマッシュルーム味。クリーミーマッシュルーム、うまそう。うまそうだな。なんかラインナップがすごいお酒飲みたくなるラインナップな気がする。気のせい。お酒で言ってます。すごいアルコールで言ったらうまそうなラインナップだ。いいなぁ。すごくいいなぁ。ウイスキーに合いそう。すごく。ウイスキーとかハイボール飲みながら食べたいポテチかも。美味しそうだけれどなかなか手に入らなそう。アマゾンでサクって買えたりしない感じですか？アマゾンで普通に外国お菓子で買えないのかな？でも本当に美味しい人気のやつってアマゾンでも安くなってなかったりするっすもんね。結果としてあんまりお得じゃなかったりとか全然あるっすもんね。ほぼ塗りつぶせたかな。どうでしょう。塗りつぶし作業大体いったのでは？こ
この辺がちょっと甘いか。でそこはタイツだからスルーするし、ほぼいったかな。 OK、 ほぼいった。よし。Amazon には並んでましたけど、普通に買い出しでは手に入れるのが難しそうで。まあ確かに、業務用スーパーとかだと、たまにその、タイとかベトナムとかどこだかわかんないやつの食い物とかが並んでたりするから、もしかしたら、ワンチャン、海外のちょっと変わったものがあるかもしれないけど、まあそうか。可能性は難しいところか。買えるかもしれないが、多分輸入食料品だから高いぞ。難しいところ、どこをどう取るか。そのぐらいの価値があるかどうか、その人の味の好みによるっすからね。判断難しいところじゃん。どうなんだろう。スカートの塗りつぶしもいいですね。あと、ボディタイツ周り塗りつぶせばほぼ大体かな。靴もあるわ。ボディタイツやって、靴やって、あと肌やれば大体。拳銃どうしよっかな。いらねえ気すんだよな、拳銃。どうせ、金属なんか、厚塗りするに決まってんだから。まあ偏見だけど。やべ、ちょっと疲れてきた。どうしよう。ボディスーツと肌まで塗ったら、0時になったら一旦休憩しましょう。0時で休憩。ちょっと一回手止めて、お茶に切り替える。お茶飲みに切り替える。雑談タイムに切り替えます。30分ぐらい雑談オンリーにしてまたそこから再開しようかな。最近国和はね、自分で上手に休憩取ることをほんのり覚え始めたんでね。今更かって話ですけどね。いい年こいて、今更かって話ではあるんですけど。最近大事だなって思い始めたんで、今日は休憩を取りながらやっていこうかと思っております。休憩大事だからね。すごくね。休憩大事だからね。どっから声出してんだ。よし。これで、この辺塗って。色なんか違くね？なんか色違えな。なんか色違う。今スポイトで撮ったつもりだったんだけど。なんでだ？ちょっと待ってね。なんかスポイト当てになんないんだよな。なんかスポイト当てになんないぞ。どうした？スポイトくん、調子悪いね、君。俺、スポイト調子悪い。なんでだ？ちょっと待ってね。一回使った色そのまま参照すりゃいいか。これでいいんじゃない？違う？多分いいや。オッケーオッケー。ちなみにこれはジュピターコーヒーで割と売ってるポテチですな。ジュピターコーヒーどこだろう？たまにイオンとかに入ってるコーヒーショップかな？ジュピター。わかんない。詳しくない。もしかしたら東北にない説ある。岩手にない説がある。悲しい。この辺塗っときゃ間違いないでしょう。多分。一旦線消すか。一旦線消しの。いや、違うな。一旦ここに降りーの。なんとなく、書きーの。で、線消して。大体でいいからね。この辺とかもね。雰囲気でね。大体でいこう。いいんだよ、雰囲気で。ノリと勢い大事だから。こんなもん。よし。はーい。オッケー。トーマクスさん、こんばんは。こんばんは。これはお帰りなさいですかね。そう、さっきもう抜けちゃったかと思って。すいません。なんか僕の配信、本当にいろんな、来てくれたいろんな人と、いろんな会話を同時並行的に進めるので、追う追わないは気にせず好きな話をしていただければ皆さん良いと思います。はい。国和そういうの大好きなので。なのでガンガン話しかけてください。どうぞよろしくお願いいたします。何で知ってくれました？それをちょっと聞きたくて。はい、ちょっと質問させてください。国和のこの配信何で、お絵かきで見つけてくれたんですかね？最近僕のチャンネル登録してくださる方が少しずつ、増えてきているというか、なんか、見つけていただけるようになったので、何で知っていただいたのかなと思って、よかったら教えていただけたら嬉しいです。
何でもやるんで、わかんないんですよ。その何で来ていただいたのかが。あなたの国数はどこから？私はノマスカから。それなら銀のメンザブロック。あなたの好きに狙いを決めて、変なチョップ。またちょっと待って、ほら、変な。色のノリが変なとこ見つけたよ。塗っとくか。塗っとこうか。気になるな。移り気なとこ見しちゃうけど、これ服だから、違う、スカートだ。こっちだね。ここを、スポイトして、色塗って、よし。あとこの、ドットがちょっと浮いてんのがね、すごい気になる。すごい気になるんだよな。ハニー&バーベキュー、チーズとか、シーソルトビネガー。そう。日本のポテチビネガー少ないから、それうまいんですよね。わかるなぁ。トリュフ、シシカバブ。マニアック、いや、全部美味しそう。いいなぁ。海外だとポテチって、あれなんですかね、食べる目的が違うというか、なんかみんな濃ゆいラインナップ多いですね、こうやって見ると。おもろ。なんか、日本と海外でのポテチ事情の違いがなんかちょっと絡んできそうなラインナップの差っすよね。この辺が。どうなんだろう。その辺は気になるとこだな。色さ、一旦こんなもんでいいかな。悩ましいな。果たしてこれでいいのかどうか。余計だった。余計でござった。ここは塗るとこだった。よし。大体かなほーら、全然塗れてない。ナンセンス。色塗りバツ。よし、オッケー。精密動作。間違った。精密動作があまりよろしくない。この点ってスカートでいいのかな？どっちなんだろう、ここの点。塗っちゃった。塗ったからいいや、これで。操作ミスにもポチって色乗っけちゃったから、いいや、これでいく。線画にまたムラを見つけたので、これも修正しますよと。見つけた段階でちょっとずつ直していかないとね。こういうところとかね。で、こうやって1枚めくると、やっぱり色が濡らさってなかったよねってのが後から分かってくるわけですよ。泣けるぜ。よし。いいんじゃないかい？でね、あとこの辺も色ちょっとおかしいな。これはどっちだ？色の塗りがおかしいのか。これは黒線だな、多分。ちっちゃい点が残ってるけど、多分こいつは黒線がちゃんと消されてないやつだと思う。主だな、多分。よし。OK。いいんじゃないかな。多分。やべえ、さすがに疲れてきた。休憩しよう。国数休憩しよう。休め国数。手を止めるんだ。区切りを見つけるんだ、ちゃんと。大の大人なんだから。今で51分、あと10分ぐらいのところで、いいラインまで持ってって休憩したいですね。見て、ここのジッパーのこの線の雑なこと。この辺がまだちょっと線が雑すぎるから、少しここも直そうかね。見つけちゃったからね。よしと。大の大人でも止まらないことがある。ここ数日踏みでとてつもなく眠い。どうしたんすか、DA さん。最近寝れてないんすか？なんかハマってるんすか？そしたら。何かやめられない理由があるんでしょ？やめられない夜があるんだろう。眠れない夜もあったろう。筋トレ？ DA さん今筋トレしてるんすか？話が飛んでしまった。急に。
線画を今これで消して、これも線画ここで消して、もうね、勢いで消してね、消しちゃいけないところまで消しゴムが、影響を及ぼすとそれが良くなくて、こういうところとかね、これが難しいんですよね。ほんと微妙なところ。もはや差がないぐらいの微妙なところなんですけど、これが離れてみた時の違和感になっちゃうから、それが難しい。シンプルに眠れないので、基地建設して余計眠れなくなるやつしてます。ハマってるんだ。シンプル不眠スターとか、あれなのかな、やっぱ最近疲れとか溜まってるんですかね、DA さんも。ちゃんと休めてますか？僕も人のこと言えないからだけど、お互い体調管理気をつけましょうね。やっぱり、どっかで区切りつけて体休める時間作ってあげないと、どっかでしわ寄せ来るですからね、そのうち。怖いですからね、わかんないですからね、その時になるまで。意外と疲れてたんだって後から気づくパターンあるから、気をつけないといかんよね。どうしような、ここどうしよう、微妙だな。ここのシワはどっちを優先すべきか。こっちかな。上を削るか下を削るかで多分印象変わるんだよな、これ。微妙なところですけど。印象って、消しちゃいけないところだろ。難しい。消しゴムがね、無駄にグラデーションしてくれるもんだから、黒単色で決まってくるね。設定変えればいいんだろうけどな。よく分かってないから、このまま行くしかない。で、線が黒で書いてと。で、間違って消しちゃったっぽいところは点を書く。いいんじゃないこれで。エクソスーツがこれ以上拡張できないだと進めまくった結果っすね。それも。派手に進めまくった結果、もう手つけれるとこがなくなりつつある。早くも最大拡張。いいっすね。順調な証なんじゃないですか、それは。ディエンさん、寒暖差に気圧やら何やらが地味に効いてますね。気圧の変化きついですよね。僕もこの間体調崩したの、気圧のせいもあるんじゃないかなと思ってるんですよね。気圧って意外と来るっすよね。なんか大したことないかなとか一瞬思うんだけど、意外と効いてる感じはある、正直。多分、この辺も少し削った方がいいんだろうな。どっち側に削るか。こっちはまず一個削りたくて、ここもグレーは嫌なんだ。ここ2マス。で、もう1マス削るか。もう1マス削って、で、もう2マスここで削って、こうしとこうかな。一旦ね、ここのあたりは。一旦これで決めて、サイドに、これなんだろうな。自分で書いといてね、何の線かわからん、これ。そっか。ジッパーそこだから段差つけようと思ったんだ。うわー、どうしよう。こっちに消すか、消すなら。消しすぎたか。いや、いいな。これでいいや。消し加減こんなもんで。一旦このぐらい消しちゃって、で、足りん分は線を足す。いいか、悩むのやめようぜ。悩むのやめようぜ、進まんから。わかんないことやっている以上悩んだって進まないから。だってわかんないんだもん。これは、せっかくだから内側削って角感出そうかな。少し布が外側に余ってる感出した方が、ここはいい気がする。なんとなく。よし。線画の整理なんか一番最初にやるとこなんだけどね、多分。そんな気がしてるんだが。ノリと勢いで描いたら今こんな感じっす。いいとこなんじゃないかな、大体。なんかまた後で細かく気になるところは出そうだけど、この辺とかね、もうすでに。すごいなんかデコボコしてるから。
いいよ、見なかったことにしよう。このデコボコは。いいよ、いいよ。見ない、見ない。細かいとこ見ない、見ない。じゃあ、色潰していこうか。勢いで乗り切れることだってある。それが人生。そう、その通り。いいこと言いました。その通りでございます。それが人生なんだから。細けいことはいいんだよ。細けいことはいいんだよ。それが人生なんだもの。スポイトで、この辺の色を、ポチッと取って、鉛筆で、これがスカート。だから間違ってそこ塗っちゃうと変なことになるので、ちょっとでかすぎるな。ここだね。巨大めんどくさいからこのまま行きたいやつ。念押しなら意外といけるね。うん、いけるね。オッケー。じゃあ、これは、あれか、タイツだね。ボディタイツだ。ボディタイツの、スポイトポチリ、鉛筆ちょんちょん。ちょんちょん。いいかな？だいたいいいとこかな？あと2分だね。で、ここまでで、だいたい、塗りつぶししようかなと思ったところは、待って、ボディスーツのお腹周りがまだだ。ここはじゃあ決めよう。お腹周りはもう決めちゃおう。今、せっかくボディタイツのとこ触ってるし。まず見えてるところからいっちゃおうか。こんな感じか。見えるところだけでいいかな。見えるところだけでいい気がしてきたな。この辺に関しては。ので、ここちょん塗り。ここちょん塗り。で、もうあれだもんね。さっき、ここの腰のライン自体はもう塗っちゃったから、いいんじゃないかな。で、ここら辺ちょん塗りだけど、ここは線を描き直そう。ここは線をちょっと直したい所存。なので、もうちょっと拡大をして。このあたり、妙な凹凸が、ガミ、やめてよやめてよ優しくしてよそんな国数いじめないでよ優しくしてよもう終わんなくなっちゃうって。人間的には適当も大事なんですよ。あんまいじめないで。優しくしてよ。大体でいいんですよ、大体で。雰囲気で救われる人間だっているんですよ。黒にするから、こうで、サイズ1の、で、こいつを、こう。で、どうしようかな。この辺はいいかなので、これ線かちょっと待って。なんかよくわかんない点が1匹いる。消えたね。消えた。線だったね。ここ消していいんじゃないか、ワンちゃん。どう？うん。ここも消してんじゃないか、ワンちゃん。どうだ？わかんねえ。いいか。わかんないからいいや。よし。これで、線の編集は一旦 OK。で、ボディタイツのこの色のところを塗ってきますよと。塗るっつっても点で参ります。これでほぼ塗り終わったんじゃないでしょうか。いいね。大体だね。OK。結構良いのでは。白ポツはだいぶ、靴までだったけど、残りは、じゃあ靴と肌と銃だね。顔と装飾は最後にやるので。よし。じゃあ0時、一旦休憩。疲れた。疲れたね。なんだかんだ、2時間半？今配信時間どのぐらいだろう？ 2 時間半はぶっ続けてやってんじゃないですか、もう。多分。どうだろう。いや、疲れたー。もっとこういう作業って、
ね、間に休憩挟みながらね、やるのが普通なんでしょうけど。乗るとね、勢いに乗っちゃうとそのまま行くよね。ああ、疲れた。さて、どうしようか。とりあえず水分取ろうかな。じゃあ、ちょっと冷たいお茶を、待って、上書き保存しとこう。急に何かが出て消えるかもしんないから。そんなベタなのは。ってことはミッション更新まであと1時間か。長いぜ。そっか。あれですもんね。1日にできるミッション回数が限られてるっていうか、1日3回でしたっけか。各種1回ずつみたいなのあるから。4時間に1回更新でしたっけか、あれ。1日更新、4時間更新。なんかで見たけど忘れたな。更新時間あるから。というわけで、ここから雑談タイムでございます。ちょっとお茶入れてくるんで、なんか聞きたいこととか話したいことあればもう先に話のネタ投下しといてもらえると、すごい嬉しいです。それでお話いっぱいできたら楽しいんでね。8時間に1回。8時間に1回ってことは、あれか、2、8、16、3波24で、1日に3回1日に3回更新されるんだ。水分大事ですからね。そうなんですよ。じゃあちょっと離れますね。よしと。じゃあみんな好きな食べ物とか、ポテチをネタ出したから次はちょっとお任せいたします。ちょっとみんなのセンスで。ただいまござんす。殿がイルガミ家にワイの体今大惨事だったもしかして。後でアーカイブ見たときに笑っちゃうかもしれん。足が大変なことになっていたか。よしと。だいぶ体力が。国和氏、ホラゲ体制どうなんでしょう。ホラゲは嫌だ。ホラゲは嫌い。お帰りなさい。ただいま帰りました。ありがとうございます。久しぶりに絵いっぱい描いて使われたな。やっぱあれだね、線が描いてた時と比べればやっぱりスイッチは入ってないかもしんないね。スイッチ入ってればほら、本当に何時間でもやるからさ。こんなこともあろうかと、今日の昼間にね、ハトムギ茶を1リットルも作ってあったんで、よかった、作っといて。疲れが溜まるとどうしてもそうなんですよね。最近ちょっと、環境変わりすぎてメンタル疲れがね、あったんで、体力はね、多分足りてるんですよ。脳が疲れてる。そう。初見さんいらっしゃいませ。進化した優しい牛さん。コメントありがとうございます。こんばんは、初見です。チャンネル登録、高評価いたしました。ありがとうございます。リスナーの鏡。今日チャンネル登録者が50人いて喜んでる底辺配信者です。配信者、仲間じゃないですか。ありがとうございます。いや、よかった。見に来ていただけて嬉しいっす。ありがとうございます。お絵描き系の方っすか？そう。僕の配信何で知ってくれたんですかね？今日のお絵描き配信でってことでいいんですかね？
じゃあ、はじめまして、国和と申します。YouTube の配信ではゲームしたり、雑談したり、久しぶりに絵描いてみたり、手元を映してコンビニでお惣菜を買ってきて、お酒を飲みながら配信してみたりとか、本当にいろいろやってます。はい。気に入っていただけたら幸いですので、どうぞよろしくお願いいたします。とにかくおしゃべり好きなんでね、何でも話振っていただければと思いますので、はい。どうぞよろしくお願いいたします。DA さんやめなさい。配信仲間だ囲めやめなさい、やめなさい。みんな自由な歩幅で行こうな。みんな自分たちの歩幅でやっていこうな。囲め囲めうちの配信のリスナーで囲め冗談です。皆さんマイペースで楽しんでいただければと思います。気になる。どんな配信やってるんですか普段。見に行っていいですかチラッと。僕もまだまだ軽く自分のチャンネル見てくれれば何やってるかわかりますよ。見ちゃう。見させてください。夜中おしゃべりしたかったので雑談配信で調べたら出てきました。嬉しい。ありがとうございます。結構ね、この時間帯に配信することが多いですかね。僕の方が、雑多配信者っていう風なニュアンスでやらせていただいてるんですけれども、メインの方は雑談配信が多いですかね。いっぱい喋りたいタイプなので、ゲームは逆にノーマンズスカイっていう宇宙を探索するゲーム、ハマっててやってるんですけど、それしかやってないかな、ゲームで言うと。同じく。よかった、嬉しい。同じタイプですね。同じタイプだといっぱい話せるかも。いや、ありがとうございます。今後ともね、よろしくお願いいたします。今のところちょっと、あれなんですよ。不定期だったりするんでね。その辺に関しては、できるだけ定期的にやりたいなとは思ってはいるんですけど、ちょっとチャンネルお邪魔させていただきますね。マイクラやってるじゃないですか。いいですね。いいな。マイクラと雑談と。エペいいですね。エペは僕プレイは全然してなくて、FPS 苦手なんですよ。難しくて。見る分には見たりするんですけどね。ちょっと後ほど配信の方もアーカイブ見させていただきますんで、よろしくお願いいたします。登録しとこう。登録返し。ぎゅうぎゅうチャンネル。名前いいですね。名前がめちゃめちゃいい。よいしょっと。少なくとも週に1回以上は配信するようにしてましたんでね。その時は X の方で、告知したり、今日やるよってつぶやいたりするので、よかったらね、そっちの方も、フォローしていただければ、動きを追っていただけるのかなと思いますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。あれちょっと一番新しいやつは見ないでください。ワールド荒らされてて、うわー、ついてないっすね。あら。マイクラってやっぱりあれですよね、ゲーム荒らしする方が意外と、多いイメージがあったりするんで、辛いとこっすよね。でもそこは仕方ないところではあるんですよね。いや。了解です。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。アイコンもプリティですね。ね、アイコンいいですね。牛さんが可愛いっす。じゃあちょっとこの後見させていただきますんでね。よし。いや。最近本当ありがたいです。いろんな方にこの僕のチャンネルもフォローしていただいて、なかなかね、増えて減っての繰り返しで同じ数字を行ったり来たりしているところはあるんですけれども、見つけていただける機会がすごい増えたのかなとは思うので、本当にありがたいですね。サンドボックスゲームでは成果物を壊してくる方もいますからね、悲しいことに。あれ、本当何なんですかね、あれね。壊すことに快感を覚えるというか、僕が思うのは、あれなんでしょうね、構ってほしいからって言った時に、人が作ったものだから、砂場で遊んでんのが羨ましくて、砂山に勝手に穴開けてみたり、蹴っ飛ばしてみて、俺と遊ぼうぜって言ってるタイプの人なのかなって僕は勝手に思ってました。きっとね、ゲームの嵐をする人っていうのは寂しんぼなんすよ。ああいう人種はきっと寂しんぼの人たちなんですよ。ね。まあ仕方ないんじゃないですか。生温かい目でね、スルーしてあげた方がいいっすよ。そういうのは。
そっとブロックしたりとかね。あとはそういう人が一人やってきたらみんなで遊んでんだったら、よし、じゃあ囲むかって言ってみんなでボッコボコにして追い出したりとかね。自衛も大事なんでね。ちょっと国数過激化かもしんないね。こういうところが。マイクラミンであったか。たまにふとやりたくなる瞬間ありますよね。ドットの世界に行きたくなる瞬間がわかる。マイクラね、やりたくなるんですよね。いつの間にかめっちゃ進化してたから、昔スマホ版でちょっと遊んでたから、だから全然今要素増えてるから、今やったらまた違うゲームなんでしょうね。だいぶ。面白そうなんだよな。時間解けるからね。一回手つけちゃったら多分収集つかないんだよな、あの感じだと。やりたい気持ちはある。仕事辞めるか、やっぱ。仕事辞めるか、配信のために。宝くじ当たんねえかな。ねえ、ノモスカの方でも設定や GA しないと苦戦することありますし、でも最近はあれなんじゃないですか。S13 とか出没しなくなったんじゃないですか。ひとまずパンダさんお帰りなさい。よかった。帰ってきた。かつてもっとマシマシで遊んでましたが、マイクラは人生が消し飛ぶ。そう。いや、本当にそう。いや、本当に時間解けるんですよね、マイクラ。これは、両ゲーすぎて、良くない。両ゲーすぎて良くないんですよ。茶がうめえ。キンに冷えてやがるぜ。茶がうめえな。首鳴った。ごめんなさい。ポキって言っちゃった。あれ、ちゃんと、ノイキャンされたかな？されてないかも。もうね、指とか肩がね、もう、凝って仕方ない。やっぱ長時間座りっぱなしでね、足とか動かさずにずっと絵描くとかやっぱ体が凝り固まりますな。いや、健康に良くないっすわ。いや。年かな、しんどくなってきたな。そうか、雑談配信のネタで言うと、どうなんだろう。優しい牛さんってなんてお呼びしたらいいですか？優しい牛さんでいいですか？牛さんとかって呼んだら短すぎます？みんなにどうやって呼んでもらってるんだろう。やっぱりあれですよね。変な呼び方すると失礼かなとも思うので、こういう風に普段呼ばれてますってあったのあれば教えてもらえると。牛さん、優しい牛さんの方の雑談配信でどんなこと話します？いつもここの配信の方だと、大体飯の話ですよね。大体食い物の話が多いんですよ。最近、私が最近使ってるジクトルテープでも貼ります？シップ系マグネットシップみたいな感じ。やっぱあれも貼った方がいいんでしょうね。何もないよりは効くんでしょうね、あれも。いやー、年なのかな？貼った方がいいんでしょうけどね。どうなんすか？僕がその30代ギリ前半なんで、もう貼ってもいい年？どうなんだろう。何歳からスタートするんだろう、それって。いや、でもみんな、隠してるだけでみんなもう貼ってんのかな？あるじゃないですか、同年代で、貼ってる人いないから、なんとなくまだ始めてないみたいな。早い気がするみたいな。貼っていい年でしょ？そうかな？牛くんゲーミング。名前書いて、じゃあ、牛くんゲーミングさん。牛くんさんでいいですかね？じゃあ、牛くんゲーミングさんとかって呼ばせていただきますね。はい。そんな感じで行かせていただければ幸いでございます。貼っていい年か。牛くんゲーミングさんは多分僕より若いですね。そうすると。若者だ。ジェネレーションギャップ感じる。貼っていい年でしょう。30代をバカにしちゃいけないよ。30代だってお兄さんなんだから。30代はお兄さんだと私は信じている。どうなの？ 30 代っておじさん？お兄さん？おじさん？人による？法令線による？お願いします。了解です。了解でございます。牛くんゲーミングさんで呼ばせていただきます。
逆に張ってることを自慢していきましょう。張って自慢していくか、俺今3連で張ってるぜ。3連単みたいな。現在16歳です。わけー牛くんゲーミングさん若いっすな。だいたい僕の半分っすね。僕、年倍ですよ。わー、辛い。ジェネレーションギャップ感じるシーンいっぱいあるんだろうな。結構若い方が最近配信よく見てくれるんですよね。若っね、そうなるんですよね。1枚貼るだけで血管に乗って全身に効くタイプの、消炎鎮痛薬です。いいなぁ。激務で腱鞘炎なもので、腱鞘炎のそうか、炎症を抑えるタイプの湿布系なんですね。欲しいなぁ。絵描きだったら特に手首に貼ったら効果あるんでしょうし、動かない肩に凝り固まってるとこでも、炎症か。小炎症鎮痛剤か。ってなってくると、肩こりはまた話変わるのかな。肩こりってあれ炎症なんですかね。あれ種類がわかんないですよね。手首には効きそう。ちょっと貼りたいかも。人によるかもしれないけど、自分からしたらおじさんかも。いやでもそうかも。だって人生倍生きてるもん。それだったらおじさんですわ。それだったらおじさんだわ。なんでそんな15歳前後の若い子がこの配信集まってくるんだ。なんでなんか魅力あんのかな。見てくれるのは嬉しいけど不思議で仕方がない。なんだろう。最近本当に若い人が配信見てくれてるイメージがある。話しやすいのかな。ね、パンダさんもわっかっつって。ね、牛くんさんもわっかと言われるとなんか照れる。いや今、ほんとそう。との見た目若いから見た目を出した記憶がないぞ。見た目を出した記憶がない。あれ僕写真で見た目とかって一回晒してましたっけか。自分の見た目は X でも写真上げてなかったと思う。まだ上げてなかったと思う。なんか機会があれば全然上げてもいいなとは思ってるんですけど、まだ上げてなかったと思うから。どうなんだろう。見た目、アバターは話変わるでしょ。だから VTuber だもんだって。そんなん言ったらさ、いろんな人いるじゃない。だって。大御所さんだって大体みんな、あれでしょ？新人で始まった VTuber さん以外、小山はみんなもう30代いってるでしょ。基本的に。なんだろう、ホロライブって名前出してもいいのかな？消されないかな？見た目もはや女性。いや、そう。見た目アバター。見た目もはや女性アバターだからね。だってバビ肉だもん、正直。もともと好きでバビ肉の姿でやってるからね。ビジュアルはだって好きな姿でできるからもうね、物差しにはならんよ。それに関しては。ね、中身で言ったらちゃんとおじさんだからね。酒も飲むし、酒のつまみの話大好きだし。メンマとネギの和え物なんか大好物よ。おじさんだもん食ってるもんが。おじさんだもん食ってるもんが。きゅうりと昆布の浅漬けみたいなね、そのしっぷいのでお酒飲んだりするからね。ちゃんとおじさん。ねえ、そこは申し訳ない。申し訳ないけど、ちゃんとね、30代なんでね、ジェネレーションギャップ感じるかも。いや、逆にね、何喋っていいか分かんなくなる時がある。お酒のつまみの話とかだったら、コンビニで売ってる美味しいお惣菜とかね、それこそ冷たいまま食べる、なんだろうな、鶏の、南蛮漬けじゃなくて、やばい、言葉が出てこない感じが30代過ぎて今ちょっと悲しくなってきたんだけど。ちょっと。ね。腕に貼っても腰に貼っても良き。腕でも効くんだ。痛いところに貼るわけではなく、動脈が走ってるところに貼る感じかな。なるほど。なるほど。じゃあやっぱりその、血の流れが悪くなってるところの血管とかに作用するタイプなんですね。じゃあ肩とかでもいいかも。コリとかって、結局血の流れが悪くなるのが、なんか根本原因にあるっぽいですもんね。じゃあそれがいいんだ。ディエさん、わかる。年ゆえのやつ、わかる。でも大丈夫。若い子もいずれはこの域に達するから。そう。達そうと思わなくても強制的にここに来るから。さあおいで。さあこっちにおいでみんな。お酒のおつまみ大体白米のいいおかずになります。その通り。
だから結局コンビニの惣菜で買う味の濃いその味玉みたいなやつとかも、シンプルにお酒飲まなくても、それ単品でおやつで食ってもうまいし、ご飯のおかずにしてもうまいんでね。困ったらやっぱ食い物の話が一番間違いないよ。お菓子も結局食うからね、炭酸ジュースも飲むし。結局ね、何歳になってもその辺は続くから、よっぽどその健康オタクとかにならない限りは。でもあれなんだよな、周りがだんだんそういうの食わなくなってきてて、この間、ノープって一回出たじゃないですか。ギルティ炭酸とかって言って。あれの話を同年代でした時に、若いねとか、もうそういうの飲まなくなっちゃったなみたいなこと言われた時にね、なんか刺さるものがある。ちょっと悲しくなる。春飲み薬とか言われてますね。そんな強力なんですね。相当効く薬じゃないですか。湿布タイプの薬で春飲み薬って多分最大の褒め言葉ですよね。どこに貼っても結局全身に効くからという意味で、なんか、せいろがんに近い効能を持ってる説がある。何にでも効くっていう。だからロキソニンに近いですよね。なんかどっか痛くなったらとりあえずロキソニン飲んどけみたいな。じゃあとりあえず持っとけばいい感じなんですかね。ロキソニンはとりあえずカバンに持ち歩くし、せいろがんは薬箱には必ず入れるし、その湿布もとりあえず、常備しとけば、困ったら貼ればいいかもしれない。休憩って言いつつね、ノンストップで喋るから結局疲れるんだよね。酸欠になる。どうしよう。色塗り一旦この辺にして、もう時間決めて、普通におしゃべりだけで今日終わりでもいいかな。なんかそれでもいい気がしてきたや。万能薬ロキソニン、そう。ロキソニンはほんと万能。なんか、ロキソニンなんか痛み止めで飲むタイプのやつ持ってるっすけど、いろんな種類あるっすもんね。ロキソニンは。あれ、塗るタイプとかもありましたっけ？ロキソニン。飲むタイプとか。ロキソニンはあった気がする。気のせいだっけか。ただし血管に乗って全身に薬が回るので、その他の鎮痛剤を併用できないのが欠点です。なるほど。強力ゆえに併用は危ないやつですね。湿布薬って結構バカにできないらしいですもんね。なんか、肌の上から効いてるから、飲み薬とかと合わせても大丈夫なんでしょってやって、なんかひどい目に遭ってる話もなんかで見たな。なんか危ないらしいですよね、結局。健康の塊なのか、薬飲んだことない。羨ましい。若いっていいな。多分ね、牛くんさんあれですよ。ここにいる年食ってる人、僕も含めて全員いいなって思ってるっす。若いっていいなって。若いっていいなって思った人みんな手挙げて。もう多分今大体みんな思ってると思う。そう、あれなんですよ。10代って薬に頼るシーンって多分少ないんですよ。わらわら。いや、だから健康って宝なんですよね、マジで。若いうちってマジ、体にダメージが入ってもすぐ回復するから。あれなんですよ。僕らの世代って、あれなんですよ。ダメージじゃなくて、老化なんですよ。老化なんですよ、これって。怪我とかダメージとかじゃなくて、言ってしまったら、みんなごめんね。みんなごめん。ぶっちゃけるとの話。みんなきっと目をそらしてる部分だとは思うんだけれども。そう。これってダメージじゃなくて、結局根本的な原因って、老化から起因してるから。10代のうちはわかんねえんだよ、この感覚が。ね。みんなね。あるラインを越した瞬間から、これかってなり始める。これのことか。人生の先輩たちが言ってたのは。年食ったらわかるからってみんな言ってたけど、まさか自分がそうはならねえだろうって誕生日を繰り返し積み重ねた結果、なったわってなるのが老化。つれえっすわ。ね。リエさんの常備薬が手放せませんね。ね、アークさん、私はこの間初めて睡眠薬をもらってきたぜ。辛い。そいつ辛いよ。辛いよ。その域に達してしまったか。もうそうなんだ。いやでもそうなんですよね。パンダさんもね、そうなるんですよ。みんな手挙げちゃって。手挙げとこう。わいも一応手挙げとくわ。そうなんだよ。みんななんだよ。これもみんななんだわ。ね、若い人に正しい知識を伝えるため、自分へのダメージなんぞ。そう、自分へのダメージなんぞ。マジか、怖。いや、ほんとそう。若いうちにね、健康ないがしろにするとね、マジで来るよ。そう、16歳か。
や、マジで今のうちにちょっと体だけは気をつけた方がいいよ。マジ。マジで、いろんな人から、これやっとかないと、年いった時にダメだとか、逆に、若い頃に体力作っとくと年いっても結構持つよとか、あったりするんだよね。だから本当にね、わかんないんだよ、10代の時に。だから、ごめん、ちょっと自分の体験談になるんだけど、わかんないんだよ。若い頃に年配の人、当時やっぱ中学生、高校生ぐらいの時に、30代って言ったらやっぱ裸おじさんなんだよね。しかも当時のおじさんって、もう20年ぐらい前の体感でのおじさんだから、20年前のおじさんで割とちゃんとおじさんなんだよね。今みたいに若くないから、若作りする、そういう文化がないから、そう。大丈夫大丈夫。まだ睡眠導入剤だから震え声。あ、やべえ。いや、人事じゃないからね。わかる話だからね。ほんと怖いです。マジで。いやーでも疲れてんだな。逆にあれなんですよね。変なとこで目がバチッと決まって寝れなかったりとかするんですよね。睡眠時間が短くなったりとか。でも、体休めないといけないからやっぱ、無理やり睡眠時間取らなきゃいけないとかね。やばいな。自分もその域にちょっとずつ近づいてるからな。怖いな。健康ゆえに実感できない。そう。若いうちって、代謝がすげえ良くて、そういう症状が、出る要素がないから、だから、順調に年齢重ねて、まっとうに代謝が落ち着くあたり、代謝が下がってって、大人になってきたあたりから、なんとなく感じ始める。若いうちに健康ないがしろにしておくと、だいたい成人迎えたかなと成人半ばぐらいで、若い半ばぐらいで気づき始める。よっぽど健康ないがしろにしてると。そうじゃないと多分30ぐらいで気づき始めるんじゃないかなって思ってます。私は。そう。リエさん、はい。導入剤入れてもなお寝れない。辛いなぁ。だから本当にね、僕の配信に来た人だけでも、もし、寝れるんだったらいい夢見てほしいと心から思う。うん、それはマジで思う。眠りの国和さん。ひまじんさん、こんばんはいらっしゃいませ。今日もありがとうございます。追いかけ配信やってて、ぶっ続けで書いてて疲れたんで、今、休憩がてら、お話をしてましたんで、雑談付き合ってください。よろしくお願いいたします。こっち帰ってきたんですよね、ひまじんさん。お帰りなさいませ。出張でこっち来るって言ってましたよね。今度冷麺でも食いに行きますひまじんさんとだったら飯食いに行きたいな。興味あったら声かけてください。はい。もともと睡眠時間短い方だったからまだ助かっていた部分はある。なるほど。深刻な段階にはまだ入ってないんですね、そうすると。今のうちにあれですね、ちょっと油断せずに、やっぱり導入剤とかをうまく使って、睡眠時間を意識的に取るようにした方がでもいいですよね、きっと。夜行性です。だいたいこの時間ですからね。いや、嬉しいです。僕が最近仕事が昼間っからになっちゃってるんで、あんまり夜更かしすると、今日もね、さっきまで絵ぶっ続けて書いてて、ちょっとまぶた重かったんで、だから休憩取った方がいいなと思った節もあったんでね。今急遽休憩取ってるんですけど、30分までつったけどどうしよう、もう30分ぐらい休憩取るか。もうちょっとおしゃべりしたいし。その方がいい気がするわ。二交代だから時々スイッチがうまく切り替わらないことがあるのよ。わあ、辛いっすね、二交代。僕の次の現場もなんか、そういうのあるんですよね。なんだろう。今僕がやってるのが、投資勤務からの明け&休みっていう勤務やってるんで、これが2、3ヶ月続いた後に、日勤1ヶ月ぐらいやるんですよ。っていうのを1ヶ月日勤やって、また2、3ヶ月、夜の投資勤務やってっていうのを繰り返すんで、多分ね、そのスパンで体調、崩すタイミングがあるんだろうな。そこが怖いんすよね。どうなるんだろう。体調管理がね、マジで怖い。いや、牛くんゲーミングさん、本当にね、体調管理は今のうちにやっといた方がいいっすよ。体力作りしてた方がいい。なんか、何にも考えずにとりあえず体力作っとけば多分怖くないと思うっす。筋トレがどうのとか、足の速さがどうとか、力持ちがどうとかじゃなくて、とりあえず何でもいいから、運動部だったら、多分その問題あんまりないと思うんですよ。よっぽど30代超えて30半ばぐらいから、やっべ、衰えた、だいぶ来てるわっていうなんか冗談交じりで多分言えるぐらいの体力になると思うんですよ。
多分何もやってないと20で感じて、だんだん30に向けて落ちてきて、30代からいろいろやばくなる。そうなってる Y からのアドバイス。やっときな、体力作りだけは。そう、やっといた方がいい。嘘でもなんかちょっと、体育の授業だけちょっと頑張って、上位層になんか、食らいついてみるとか、部活もなんかちょっと、運動部にちょっと混じってみるとか、なんかやった方がいい気がする、マジで。運動部やってる若い人は、やっぱり年食っても、やっぱりそこまで衰えないもん。30、40になってくれば話は別なんだけど、学生の頃に運動やってた人は、20代は体力落ちないね、やっぱね。見てると。やっぱ周りで運動やってた人は、やっぱり落ちない体力。やってなかったからさ、かじってたんだけど、文化部行ったり運動部行ったりコロコロ変えてたから、だからずっと文化部だった人よりはマシだったとは思うんだけど、それでも来てるから、やってた方がいいと思う。好きなやつ、好きなスポーツ何か。なんもなければランニングだけ。もしくは、ボディメイク。ちょっといらんこと言い過ぎたか。こらこら、前途ある若者に未来の絶望を見せるんじゃないちょっと喋りすぎたか。ごめんね。忘れていいよ。頭の片隅にうっすら残しておいで。そのぐらいでいいと思うよ。深く考えなくていいからね。ひまじんさん、大和型コルベットが2隻少しだけ調整しました。素晴らしい。ぼちぼちやりたいですね。ひまじんさんのコルベットをみんなで寄ってたかっていじる会。パーツを外さずにパーツを足していく方向性のね。なんかその方向で調整したいですね。どっかでまた時間合わせてやっぱお話しして話まとめましょう。それはやりたい。もちろん無理のない程度にが前提ですけれども、ほんとそう。本当にそう。おじさんたちでつい説教臭くなっちゃってごめんよ。本当にごめんね。本当に申し訳ない。せっかく雑談配信聞きに来てくれてるのに。いや、マジでね、苦労してほしくないからさ、こんな辛い目にあってほしくない。これからを生きる人たちにこんな辛い目にあってほしくないから。今のうちに対策してて、優雅な成人生活を送ってほしい。体力あった方が絶対遊ぶときに体力残るから。やめよう、この話。ちょっと体力の話やめよう。みんなでさ、食い物の話しよう。困ったら、うまい飯の話しようよ。修正パッチが来たら知らせます。よろしくお願いいたします。ひまじさん。お待ちしております。にゃい。牛くんさん、にゃい。いやー、マジでね。みんなで食い物の話しよう。幸せな話しようぜ。茶がうめんだわ。さっきまでね、ポテチの話してたもんね。海外のちょっと珍しいポテチ、しかも味のラインナップがみんななんかことごとくうまそうっていう。酒飲みにはたまらんラインナップできてたから、いいなぁと思いながら。なんか腹減ったな。唐突でごめん。なんか腹減ったな。そう、今日まだ夕飯食ってなくて、米だけ炊いたんですよ。お米だけ炊いて釜にホクホクの米が5合詰まってるから、そいつを何かやってちょっと食いたい気持ちはある。最近お好み焼き食べたいのに結局作るのサボってしまいます。わかる？お好み焼きって作って食いたいけど、材料ね、ちゃんと用意しなきゃいけないのがちょっとあるっすからね。多少手間があるから。かといって買ってきて食うのも、ちょっとボリュームあるし。そう、言った。コルベットでクジラ作るって言ったでしょ？言った。対抗してサメ作っていい？いいっすね、サメ。サメいいかもしんない。サメとクジラいいかもしれない。今度お魚で。なんかあれですね、やっぱりみんなで、そういう結局僕とパンダさんで、ロブスターエビのコルベット作ったじゃないですか。だからみんなでそういう、海の生き物でいろいろコルベット作って、コミュニティ行ってみたいですよね。X でよく上がる、コルベットの、有名な、
コルベットのドックがあるじゃないですか。コミュニティ惑星に。あそこに行ってみたくて。みんなで有機的なコルベットを作ってみんなで突したら面白いかなとかちょっと思ってた。あ、牛くんさん、今中尾の唐揚げをウーバーしちゃった。あら、やってるね。ウーバー幸せじゃん。最高か？いいな、ウーバー。ワイも金ないけどウーバーして今月厳しいんすよ。この間体調崩して仕事途中で抜けちゃったからその分給料減るし。今月の給料いくらだろう。でもウーバーしてな。今月ね。ちょっと赤字なんですよね。給料で言うと。新しい仕事に合わせていろいろ必要なもの買ったりとかするのでお金も使ったし。悩ましいな。ウーバーして。レンチンすれば牛丼の種はあるから肉は食えるんだけど。中尾の唐揚げ。中尾のだ。これがポイント。中尾のっていうのがポイント。中尾の唐揚げ食いてえな。絶対うめえんだよな。たまにそれに温玉とかもセットにしたりもしたらもう巨悪っすよね。酒飲みたくて仕方なくなる。先日は岩手の知り合いの居酒屋で飲んできました。素晴らしい。わさびナスが美味しかった。素晴らしい。わさびナスはうまいんすよ。ちゃんとした漬物っすね。いやー、いいなー。飲み屋のわさびナス食いたい。刻んだわさびとかなんかそういう葉みたいなのも乗ってたりすると、また爽やかで美味しかったりするんですよね。いいなー。やっぱ漬物のそういうわさびナスうまいんすよね。食いてー。岩手の知り合いの居酒屋さんどこだろう。三回漬けとかで、岩手の方の、三回漬けっていうテレビ番組があって、そこで地元の飲み屋さんとかを紹介してくれる番組があるんですけど、あれ多分東北の番組ですよね、三回漬けって。全国ではなかった気がする。そこにいろんなお店が載るんですよね。もしかしたら、名前の知ってるお店かもしれない。そういえば、私もコルベット普段使いの改良ともう一隻新しいの組みました。素晴らしい。いいですね、DA さん。ニューコルベット。今度また配信で見せてくださいね、新しいの。次の配信またあれですね。ちょっとイベントの方一旦置いといて、元のデータに戻って、また、コルベット会をやりたいですね。またみんなのコルベット見て癒されたい。今でもたまーに街のゲーセンでダンスレボリューションが踊りたくなる時はある。いいっすね。めっちゃ運動じゃないですか。ガチればちゃんと汗かきますからね。僕もね、好きなやつがあって、ダンスラッシュスターダムってわかります？あれが好きで、一時期ハマってやってたんですけど、またやりたいですね。あれすんげえ汗かくんですよ。そう。ステップも自由だから、すげえ面白いんですよね、あれ。マンタっぽいの作ってみるかな。いいっすね。マンタっぽいコルベットはすごい楽しそう。横幅もあって、サイズ感が面白そう。おっぽとかをね、どういう風に作るかがやっぱセンスが光る部分ですね。これは期待しちゃう。唐揚げはいい。とてもいい。そう、間違いない。唐揚げ最高だな。唐揚げ食いてー。今ウーバーしたら、いや、お金ないんだって。そう、仕事で履く専用の靴まともな靴買ったら靴だけで1万2、3000円したんで、1万3000円の靴買ったりとか、寝袋2000、3000円のやつ買ったりとか、手袋買ったりとか、なんか細かいの買ったりいろいろしてたら、あっちゅう間にお金なくなっちゃったから、今月厳しいんだよな。困ったもんだ。どうしようね。唐揚げ、あれはいいものだ。そう、唐揚げは素晴らしい。唐揚げいいんですよね、めちゃめちゃ。手作りでした。手作りのわさびナス。へえ、いいな。やっぱそのお店の人のこだわりがやっぱ光るんでしょうね。いわゆるお店の味ってやつですよね。最高じゃないですか。いいな。あれですね、暇人さん飲みたいっすね。てか、岩手もう終わったんすか？今岩手にいるってこと？マジ？まあ、その気をせくことはない。気をせくことはないや。全然。出張で来てるわけですからね。忙しいからしゃあない。しかも、食べラーも入ってるという邪道なことしちゃうし。やってますね。やっとるな。やらかしてない？なんてことするんだね、君は。やってますね、だいぶ。あら。ねえ。お金
動画編集用のソフトを購入したので一気にお金があら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 。高いんですよね、いいやつはね。何買ったんだろう。あんまりソフトのあれは詳しくないけどいっぱいありますもんね。やっぱいいやつ買った方がいいんだ、やっぱり。編集は絶対その方楽ですもん。うん。配信単品ならいいんですけどね。動画編集。動画ちゃんと切り抜いたりとか、短く編集したりとかしようと思うと、便利なソフト持っとかないと大変ですからね。今、います。仕事なので、そうっすね、仕方ないっすね。いずれなんか、ね、仲良くなった人たちで集まってオフ会とかできたら楽しいなって、心のどっかでは、ほんのり思ってます。うん。唐揚げに食べるラー油を若さのワンパクコンボ。確かに。今の年でやったら結構がっつり系か。今やったらできんのかな。でも昔やってたんですよね。食べるラー油何でもかけて、揚げ物でも米でも麺でも、とりあえず乗っけるってやつを。何に乗っけてもうまいから最高なんですよね。これは間違いない。うん。出た。ダヴィンチリゾルブスタジオ。あれ、ダヴィンチリゾルブってあれ、そっか、有料版があるのか。無料でも、確か、一応遊べるっすよね、あれ。遊べるっていうか使えるっすよね。で、有料版だと全機能開放だったような気がする。確かあれ便利なんですよね。何でしたっけ複合編集とか、なんかそういうプリセットみたいなのを組むときに結構複雑なプリセットを組めるみたいなのをなんか見たことがあって、なんか結構VR チャット関係で有名な配信者の方がいて、なんかその人が昔自分のご本人の雑談配信の中でダヴィンチリゾルブ使ってて、プリセットがすごい一回作ると後が楽でみたいなこと喋ってて、一瞬いいなと思ったんですけど、無料版だとやっぱり厳しそうだったんですよね。一回ダウンロードして使ってみたんですけど、やっぱ有料版じゃないとダメかと思って。5万するんだ、あれ。知らんかった。あれそんなするんですね。うわ動画編集な僕たまーに短い動画なんか作ってあげたりしてるっすけど、あれなんかもWindows にもともと入ってる、何でしたっけクリップスタジオでしたっけくっそ重いやつ。あれ使ってるんですよね。短い動画だったらギリギリ作れるので、編集の幅もめちゃめちゃ少ないけど、あれでごまかしながらやったりしてるっす。みんなそうか。でもそうだよね。買うよね。やっぱちゃんとしたやつ。ちゃんと配信っていうか動画作ろうと思ったら。うん。今日飯どうしよう。ウーバーは諦めるか。金がねえ。金がねえ。ない金はどうしようもねえ。いいもんね。松屋の牛丼の種いっぱいあるもんね。カレーもあるもんね。いや。卵かけご飯でいきますか。いいっすね。この間やった五香粉も一緒にかけた卵かけご飯がすこぶるうまくて、今日もラーメン、塩ラーメン作るときに、いわゆるサンラータンラーメン、お酢とラー油とかな感じで、あとごま油で香り付けした感じで、そういう感じのラーメン作りたくて、で、その時に五香粉も軽く振ってみたんですけど、やっぱり香りが一気に中華風になって、すげえ良かったですね。サンラータンに五香粉ありだなと思って、自分で作るのにね。なんか、お家の味じゃなくなる。ちょっとワンランク上がる感じ。だから卵かけご飯にも5香粉パラッとやったらすげえ変わるんですよね。雰囲気が。金だ。金を持ってこい。話はそれからだ。にやり。やっぱね、金なんすよ。マジでね、金。世の中金だよ。極端な話だけど。でも時間も大事だけどね。金と時間と体力のこの三方天秤。ここのバランスが崩れると良くないから、これが難しいんですよね。どれか2つに偏ってもやっぱ、行き過ぎると崩れちゃうから、やっぱりバランスはうまく取りたいとこですよね。いやー、本当に。今の生活リズムは金を犠牲にしてるんで、楽な仕事で、空き時間がいっぱいある仕事を選んでやってるんで、
そう、そこに関しては仕方ないんだよね。塩ラーメンにレトルトのカレーかけるとカレーラーメンになって割とうまうまでしたよ。やっぱ王道っすよね。カレーラーメンやろうと思うと、どれをベースにするか問題あるけど、やっぱ塩が一番間違いない感じはするっすよね。多分ね、どうなんだろう。なんかどっかで醤油ベースでカレーラーメン、なんかテレビとかで見たのかな。なんかそういうのもあるらしいと。ああ、醤油でもいけるんだぐらいに思ってたんですけど、あんまりそれはないですかね。その上で未来の投資もしないと、その通り、それ本当大事。未来の投資、貯金をするか、真面目に投資をするか、もしくは勉強とかね、勉強して資格を取るとかっていう投資が本当に後から効いてくるから。自分が成人になってから、若い頃勉強クソおろそかにしてて、で、社会に出てからめちゃくちゃ開いた差がもう埋まらなくて、もう、グロテスクな、世界を垣間見てしまったので、いい年になってから資格勉強始めたんですよね。で、とりあえず、国家資格とかいろいろ、まあ、学生でも取れるレベルの国家資格なんですけど、そういうのを何個も取って、まあそういう形の自己投資をしたおかげでなんとか今、それなりの給料だけど休みも取れてみたいな仕事に就けたんで、自己投資はね、マジで大事っすよ。本当に大事。そう。醤油とかだと若干重く感じるから塩あたりでちょうどいい。それは確かに。醤油だとやっぱ重いんだ。塩味というか、味がね、醤油は立ってますからね。塩の方がなんか、アレンジするんだったら楽なんだ。今日はね、塩ラーメンベースのサンラータン作って食ったからね。そう、乾燥わかめとか。乾燥味噌汁の具ってなんかいろいろ入ってるのあるじゃないですか。小ネギとか、わかめとなんか、いわゆるなんだろう、和風うん。お麩の刻んだやつが入ったりとかするやつ。あれをもう残り全部バーッとぶち込んで、細かい具沢山みたいな感じにしてね。そう。あと、天かすが余ってたから、困ったら天かす大量に投下して。うん。あ、かつ節も乗っければよかった。失敗した。そうだよ。かつ節かけてからその上から天かすかければよかったんだ。ちょっともったいないことしたな。そしたらまた食いで変わったろうに。塩だと足し算しやすいですよね。そう、ほんとそう。ほんとそう。塩って何でもできるんですよ。だからさっき言ってた食べるラー油溶かしても、また風味とかも変わるしね。もう、ニンニク単品とか、ラー油単品足してもいいけど、食べラーとか、味が一個完成してるものをそのまま溶かしても、塩ラーメンだとすごい馴染むから、それも全然ありだと思うし、やっぱ塩ラーメンが強いんだ、これが。うん、塩ラーメンが強い。うん。やっぱおしゃべり楽しいわ。もう今日絵描き今日いいんじゃないもう。今日もう絵いいんじゃないタイトルめっちゃお絵描き配信なのにさ。だって、結構頑張ったでしょ？色塗ったよ？進んだでしょ？今日で完成とか口走ったけど、嘘、そんなこと。言ってない。気のせい。幻聴。なんか概要欄にも書いてあるけど、幻覚。うん。ダメ？さすがにダメか。ちょっとそれは許されないうん。いやー、喋ってるだけだったら永遠喋れるんだけどな。絵描くってなったら絶対眠くなるよ。いやー、でも、そうなやばいな、もう。そして後からなぜベストを尽くさなかったのかになるんですね。わかります。未来の俺、あとはよろしくねって言ったら、クソ、過去の俺はバカ野郎てめえってやつはってなるやつ。そこまでセット。うん。いやー、お絵かき配信ってやったらなかなかできないですからね。だってもうそろそろノーマンズスカイやりたいし、次の配信でも。結局今って、雑談か、VR チャットからの配信か、まあ雑談なんですけど、ノーマンズスカイの配信か、で、今このお絵かきのノルマがあるから、おしゃべり&お絵かきでしょ？同時にやりたいことがもう4つも渋滞してるわけですよ。かといって、そんな休みいっぱい
配信の枠取れますって言ったら、社会人だからそういうわけにもいかんしさ。ね、難しいとこだよね。できれば毎日やりたいけどね。性格上、1日じゃあ1時間だけとかってのができないから、始めるとやりたくなっちゃうから手つけらんないんだよ。かといって他のこと始めるとそれで時間いっぱい、使ってると結局そもそも配信する時間の方、用意できなかったりとかってのが全然あるから。難しいね。兼ね合いが。性格的に厳しいのかな。やりたい気持ちは根本的にはあるんだけどね。根っこにはあるんだけど。うまく兼ね合いが取れてないところは正直あるね。社会人だと週に3回も配信できたら偉いのかな。この辺がマジでわからん。全然わからん。はあ、今、あの周りに青いイカがいた。青いイカマジっすか？ポスターのやつや。ポスターのイカ捕まえられるのめちゃめちゃ熱い。それ、あれしましょう。投影機で、でっかい青いイカ、拠点に移して、ポスターよかリアル。めっちゃええ。大丈夫。ライブラリに積み上がった何十本もの積みゲーから目をそらしながら共同探索してる私がいるから、白目白目やっぱそういうもんなんすよ。趣味ってそういうもんなんすよ。どんどん積み上がっていくんです。あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたいの流れがね、やっぱあるから。そこに関しては仕方ないんすよね。好きってそういうもん。でもやっていくうちにものの上手なれでだんだん上手になっていってかかる時間が短くなっていったりするから。なると、いつの間にか消化されてたりね。なんかちょっと飽きたりとかしたら、なんか手つけたいなって言ったら、その積みゲーから一本スッと取ってね。だから、アクさんはあれですよね、今。次の選択肢がもうたくさん用意されてる状態なんですよね。だからそれはそれで羨ましい状態ではある。これが人生。いや、そうっすよ。楽しい人生って選択肢が有り余ってて困るっていう。だからやりたいことがいっぱいあって困るって、これ実はめちゃめちゃ幸せなことなんですよね。そう。選択肢が無数にあるっていうこと自体が実はものすごい恵まれてることだから、我々はもしかして、めちゃんこ恵まれてるのでは。だから結局、ワイもやりたいことが今、このリアルタイムで、しかもこの配信の枠の中ですらやりたいことがこんなにいっぱいあると。で、僕実は配信外でもやりたいこといっぱいあって。だから、X で写真をチラッと上げてると思うんですけど、僕春になると、ちょっと原付をカチャカチャいじるのが、原付バイク、カチャカチャ改造するのが趣味で、桜が咲くと写真を撮りに行くんですよ。ちょろちょろっと走ってって、桜をバックに原付の写真をパシャッと撮るんですよね。あれも、もっと時間と金があったら、本当はもっと派手にいじりたい。なんならエンジン積み替えたい。なんならお金貯めて中型免許取って、エンジンを大きくしたい。とかっていう趣味があったりとか、そういうのもあったりするんで、本当はね。結構多趣味なんですよ。幸せだな。やりたいことがいっぱいある。金があったらもっと幸せだな。そうなんだよな。でも時間はあるからね。とりあえず時間をかけていろいろまたスキルを身につけつつやっていければいいな。いや、次の資格勉強がね、完全に手止まってて、スキルアップが、だから自己投資のターンがね、今止まってるんですよ、実は。ちょっとやばい。ちょっとやばい。自己投資のターンが止まってるからやってないと、そろそろまずい。なんなら選択肢どころか日によって違うゲームしてるから、同時進行と言えなくもない。でもまあ、いいんじゃないですか、日替わりぐらいで。ゲームだったら、やっぱり日替わりでみんなちょっとずつ進めていくぐらいがちょうどいいですよ。日本なんか特にそのゲームの流行とか、爆速で行くじゃないですか。ソシャゲなんかすんごい勢いで新しいゲーム出るし。だから僕も追えなくなっちゃったからソシャゲやんなくなっちゃったんですよ。すごい好きだったのに。進化早すぎてもう追えなくて。で、結局、だから社会人になるとゲームに避ける時間マジで極端に減るから、選択肢が変わっちゃうから、
そう、やりたいこと厳選するとソシャゲがね、この間も1個やったんだけど、また手つけなくなっちゃったし、半端なんだよな、やりたいんだよな。インストールだけしてて、いずれ石が溜まったらガチャ引きたいって残してるゲームも、もう本当に下手すると年単位で起動しないのあるから、しかも起動してないうちに詐集してるゲームいっぱいあるし、パワープロとかあるじゃないですか。スマホ版のパワープロ。パワサカもやってて、パワサカいつの間にかあれ詐集しましたよね。マジか、詐集したんかあれと思って。ショックだった。ね、ガチャゲンのキャラとかいっぱい持ってたのに、いつの間にか終わってたからすんごいショックだった。そのぐらい追えないんですよ、今、ゲームを。ねえ。だからもう、ゲームはもう、ノマスカしかほとんどやってないし、あとは、息抜きでなんかちょっとしたゲーム触ってみたり。カイロソフトさんっていうゲームメーカーさんのドット絵の作って遊べる感じのね。でも時間が程よく解ける感じのちょうどいいゲームがあるんで、それをちょこっと3日とか1週間ぐらい遊んでみたりとかして、ちょっと気分転換とかはするっすけど。なかなかね。いやでも、充実してるっすね。フリーゲート4隻、ゲットだぜ。そして解雇。残酷すぎる。ナノマシンに変換されていく。すごいな。4隻だからもう8000ですか。これで8000ナノマシン。いい商売してまんな。儲かりまっか。そうそう。カイロソフトさんのゲームは人生が解ける。僕がカイロソフトさんの PC ゲーム、ダウンロードはしてるんで、やったらみんな見てくれます？やってないゲーム結構5本ぐらいあるんですよ。カイロソフトさんのゲーム。古いやつね。古いゲームがまとめ買いで売ってて買ったんですよ。カイロゲームズさんのゲーム。配信でやったら絶対面白いんですよね。本当はやりたいんですよ、あれ。だから、休み連チャン取れたりとか、あればもう1日2日、耐久配信でごっそりやったりとか。実は僕なんだろうな。長谷さんじます。嬉しい。すいません。僕の昔の配信の話になるんですけど、記念すべき、僕の初配信動画、初のゲーム配信動画が、カイロソフトさんの耐久配信だったんですよ。なんだっけ？タイトル。どれだったっけな？ゲーム王国じゃなくて、結構カイロゲームズさんの有名なタイトルあるんですよね。どれだっけな？ちょっと確認しよう。手元で確認こいて。どれだ？頭のおかしい配信時間の動画が最初にあるんですけど、これだ。ゲーム発展国。そう。たまにものすごい値引きでセット販売してきますからね、カイロソフトさん。ほんとその通り。なんか、何本セットとかでまとめ売りしてくるんですよ。すんごい安くて1000円以下で、5本も6本もソフト買えたんで買っちゃったんですよね。で、2年前、もうそろそろ3年前になるんですかね。多分今、アーカイブ残ってる中で一番古いやつで、ゲーム発展国プラスプラスの耐久配信を2回連続でやってるんですよ。一番最初で。一発目に7時間の耐久配信やって、2回目に11時間20分の耐久配信をやって、ね。なので、ちょっと思い入れのあるゲームなんですよね、カイロソフトさんっていうの。だからまたやりたいなと思って、時間解けるんでね。スウォームの気配が仕事の時間だ。日付が1時過ぎまして、来ましたね。やるきゃねえ、スウォーム大使。アークスライダーさん頑張って。頑張って。ねえ、スウォーム成敗。いいですね。ゴリゴリに進んでますね。アーカイブギリッギリ。ねえ、正気の沙汰じゃなかったっすもん。ね、気が向いたらよかったら、初々しい国数が見れますんでね、よかったら見てあげてください。王族動きます。さあ、みんなノーマンズスカイの方にスイッチしていきましたよ。さあ、みんながノーマンズスカイのイベントの方に足を運んでいくといったところで1時ですね。さあ、どうしましょうか。こんなところで配信切り上げてもちょうどいいところですかね。あとは、どうしよう。軽く飯食って、あとは、そうですね。牛さんゲームズさんの、動画ちょっとアーカイブ見させてもらいながら、飯食ったぐらいにして今日はもう寝ようかな。
じゃあこの流れで動画見させていただきますんで、よろしくお願いいたします。じゃあこの動画良いと思っていただけましたら、ぜひぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。モチベーションになります。過去の配信とか自分配信確認作業よくやるので、その時に、いいねボタンの数を見てニヤニヤしながらね、次回のモチベーションにしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にありがたいことに配信、そうですね、奇数回押しました。ポンポン。奇数回だと消えちゃうね。偶数回でよろしくお願いいたします。違うな。奇数回でいいのか。ポンポンポン。奇数回だね。奇数回ありがとうございます。はい。奇数回のプッシュでお願いいたします。1回でいいからね。押すのはね。偶数回押さなければ何でもいいんだけど、1回でいいからね。指疲れるから。指疲れるでしょ？ 1 回だけグッドボタンポンって押してもらえれば OK なんで、よろしくお願いいたしますね。はい。コルベットで E401 作ろうか迷ってます。いいっすね。戦艦作るの。ヤマト以外でもいろいろ作っていくのなかなか熱いっすね。いいかも。ヤマト以外のコルベット戦艦作るのいいかも。それはそれであれですよね。結局、コミュニティ惑星の、ドックとかって、やっぱ海の場所が多いから、多分映えますね。偶数回でいいの？ダメ。ごめん。間違った。あ、今潜水艦だ。なんだ。潜水艦です。潜水艦いいっすね。おもろそう。空飛ぶ潜水艦や。いいっすね。コルベットはね、無限大っすからね。楽しいっすわ。ぜひ見させてください。潜水艦だと内装も面白そうですね。潜水艦っぽい内装にしたらそれは熱と。配管とか通してみたりとか、ディスプレイとかも。結局、潜水艦って基本的に外見える窓って、なかったりするじゃないですか。だからそういう構造にするもよし、あとは浅瀬をね、行くような感じ遊覧っぽい潜水艦でもいいでしょうし、それもちょっとおしゃれでいいですよね。宇宙を潜るから実質潜水艦、ちょっとおしゃれな解釈いいですね。そう。宇宙を先行する潜水艦、それは確かにいいかもしれない。シンプル宇宙船では今引っかかってしまった。シンプル宇宙船ではでも解釈おしゃれで好き。それは好き。じゃあこんなもんにしときますか。ちょっと次の配信もね、考えときます。ちょっと今やりたいこと増えたな。カイロソフトもやりたいよねって言ったら、やりたいのがまた5つぐらいに増えちゃう。困ったね。ちょっとイラストの方は保存して、これでいいことにして、じゃあ今日の配信はこれで終わりたいと思います。はい。あと今日初見さんでいらっしゃっていただいた方、2名の方にコメント残していただきました。本当にありがとうございます。これからもね、いろんな配信していきますので、いろんな配信やるので、見たいなと思った合いそうな回、自分の好きなタイミングで来ていただけたら嬉しいのでね、僕の配信の方は皆さんの生活優先でお願いしますという風な感じでスタンスでやってましたので、皆さんの健康を一番に願っております。本当に。これは本当。自分のペースでみんな生きていこう。あとは、みんなと楽しく話したら嬉しいのでね、その時はぜひぜひお付き合いくださいということでよろしくお願いいたします。先行艦ですかね。先行艦か。呼び方変わるんだ。先行艦も呼び方かっこいいな。やっぱり実在する戦艦とか潜水艦とか、そういうのから持ってくるとやっぱかっこいいですよね。健康何初めて聞いた。辞書にないか健康という言葉。せっかく若者いるんだから健康体でね、お手本になってあげなきゃ。ねえ、ちょっと、みんなほんと体気をつけてね。ワイも人のこと言えんけど。みんな元気に過ごそうぜ。で、あとはね、ゲームとか趣味でね、あと雑談でこうやって、みんなで楽しくワイワイしながら笑うのがね、一番健康にいいのでね。はい。ここでスマイルポイント貯めてって、体にいい影響をね、及ぼす配信できればなと思っておりましたので、ぜひぜひ、ね、そういう風に利用していただければと思います。どうしよう。毎回ね、決めようと思うとまだまだ喋りたくて終われなくなっちゃうから、こんなもんにしとこう。じゃあ、エンディングに行こうと思います。本日もありがとうございました。お疲れ様でした。次の配信は、明日どうしよう。明日もちらっとやりたいけど、やるときは告知します。
笑顔は実際健康にその通り。お疲れ様でございました。パンダさん、ありがとうございます。もしくは来週、少なくとも週に1、2回やるんでね。お疲れ様、ありがとうございます。じゃあ皆様、おやすみなさい。お疲れ様でした。じゃあ、いつもので締めさせていただきます。皆さん、いい夢見ろよ。お疲れちゃん。